a place that has created legendary anime for over 50 years, a home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? なんだっけ、俺は誰だ昔マットハスのをやってた丸山です。He's one of the most prolific producers in the anime industry, well known for kickstarting the careers of many world-renowned directors and for founding animation studios Madhouse and Mappa. Masao Maruyama. Let's dive into his mind and learn more about how Madhouse's masterpieces were created. その頃ね、日本のアニメーションっていうのはほとんどの人が誰も知らない虫プロっていうのがアニメーション作るところとすら僕は知らなかった。アニメーションって言葉もその頃はなくて動画映画を始めてると、そのお手伝いにちょっと行ってこいと手塚さんの知り合いの人に言われて虫プロに行った。アニメーションっていうのがその東映というところで3年に1本くらい劇場映画を作る人たちしかいない時代、手塚さんが突然1週間に1本オンエアするアトムを作るぞと言い出したんで、どうかしたんじゃないかと、みんなとってもできるわけがないことを考え出してやり始めて、それをちゃんとやった人が手塚治虫。ある意味じゃ日本のアニメーションの、テレビですけれども基礎を馬力っていうかな、頑張ってものを作っちゃうぞという旗印を上げてくれた人だと僕は思ってます。当時のアニメーションそのものが今のように分割あんまりされてないんですね。できる人が何をやってもいい。絵描ける人は絵描けばいいし、絵描けない人は話を作ってもいいし、カットを持って動いて誰かに頼みに行くとか、そういうこととか、極端なこと言うとお掃除をする人も必要なわけで、何でもやる人、僕が多少重宝だったのはこういう仕事しかできませんみたいなことは全然ないんです。逆に言うと何にも仕事ができないんで何でもやらなくちゃない、そういう時代っていうこともありますし、そういうキャラクターでもあったのかもしれません。明日のジョーもですね、正直言うと虫プロの中では本流ではないわけですよ。虫プロでこういうことをやりたいっていうのとは違う作品だったんですね。で、したがって現場っていうのもなかなか虫プロのスタッフがいないんです。当時他の作品をメインでやってる人が虫プロ連中はいっぱいいたんで、明日のジョーっていうのはちょっと端っこに置かれた作品なんで、その分だけ頑張れたっていうのもあるんですけど、逆言うとね、明日のジョーの次に国松様の通りだいっていうのをやったんですね。虫プロがその時亡くなったんで、その明日のジョーから国松様をやってたスタッフがそっくりマッドハウスになったんで、明日のジョーのスタッフだけがマッドハウスになったわけじゃないんです。虫プロが亡くなった時に創映社って会社ができたんですね。今のサンライズになるとこなんですけど、それは岸本という僕にとっては演出家、僕がワンダースの時に岸本さんが演出で、僕はその演出助手だったんで、そういう関係があって、むしろダメになったら新しい会社を作るからそこにはスタッフはいらないと。絵描きさんたちは作品決まったら集めるんで、とりあえず制作だけで会社作ると。じゃあ現場っていうのが絵を描く人とかそれぞれの人がいるところ、そこには行けないわけですね。で国松さんのお通り台をスタジオ出崎含めて旗って演出家含めていたんですけれども、その人たちがどうするんだって、そこに仕事がなくなっちゃうんで困ったなと。そういう現場の仕事
で仕事をやれるスタッフと一緒に仕事をやりたいっていうことで、出先のサービスもあって、じゃあ分かった、こういうグループ、そういうグループを作ろうということでマッドハウスを作ったので、大変なのが楽しいですね。その楽しいだけじゃ絶対ないですね。いろんな、ただ僕は割と彼と麻雀するのが遊ぶのが好きでした。仕事そのものよりもどっちかって言ったらプライベートな部分の方がはるかに時間的には多かったかもしれないですね。あれが好き、これが嫌いのみたいなバカっ話ですね、基本的に。杉野は全くそういうことをやらない人、仕事一途の人です。仕事以外には全く興味がないんじゃないですかね。それに対して出崎と僕は全然真面目。仕事は仕事に関すると多分真面目なんでしょうけども、それ以外のことが大好きで、それ以外のバカなことをいっぱいやってるというタイプですね。明日のジョーっていうのが始まりで、また明日ができてきてみたいな要素があるんですけども、第一部で終わってるんで、力夫氏が死んだところで終わってるんで、それ以降の明日のジョーをやりましょうという企画を持ち上がったんですね。出崎と杉野はそれは他の人にはやらせたくないと、明日のジョーは自分らがやるんだということで、マッドハウスをって最初は立ち上がるところだったんですね。で僕がただ明日のジョー2はやりたくないと、単純に僕は2はやりたくない、出崎さんと杉野さんやるのはどうぞおやりなさいと、僕はやりませんよって言って、じゃあということで最終的には出崎杉野がアンダップルって会社を作って、僕はマッドハウスに残って違う作品をやりだしたと。やっぱり今でも思うんだけども、作品の出来は2の方が全然いいですね。アニメーションとしてのクオリティは2の方が全然いいと思います。ただ思い入れが1にはあるんです。手塚さんの絵を描いてた人がああいうリアルな絵を描くってのはほぼ不可能なんですよね。だから話数によってすごいばらけてたり、ただその中にものすごいエネルギーと、できないことに挑戦するエネルギーと、出崎の演出のすごさが煮詰まってるから、多分アニメーションのクオリティで言ったら比較にならないけれども、気持ちみたいなのが1の中にはすごく詰まってるんですね。それをきれいにすればいいっていうものではないと僕は思って、もともとその時明日マッドハウスの中で出崎さんが必要と思う絵描きさんはみんな連れてってくださいと僕が言って、それはマッドハウスでも一番絵の描ける連中はアンダップルに行って、残りのスタッフで僕がやることになって、でマッドハウスに当時いない人もいろいろ相談したりして、第2期マッドハウスが立ち上げるんですね。その時川尻君も一時そのマッドハウスではなく自宅でやったりしたんだけど、ちょっと来て手伝ってくれって言って、手崎さん杉野さんいないからお前になんとかやってもらわないと困るよと口説いて、丸山川尻体制ができていくわけですね。設定っていうのは、いい加減な言葉で、設定は何かって誰も答えられないし、そういう職業本当はないと思うんですよ。便宜的につけた名前設定っていうのは何でもやる人っていう意味と、よりちょっと文芸に特化してる、お話作りにちょっと中心になってるっていう意味はあるかもしれないですけども、厳密な意味で設定なんてないんです。多分辞書引いて設定って出てきますかね。本当はないと思いますよ。アニメ用語としてはあると思いますけど、スケジュール通りいかない時あるんですね。脚本が、それから脚本を書く人が突然病気になったりいろいろする時やる時に、スケジュールを守るためには、スケジュールを載せていくためには誰かがやらなくちゃないんです。自分からやりたいってことはあんまりないですね。出崎さんがちょっとやっといてって言ったらはいはいってやるぐらいの
軽いノリなんで全然多分ライターとしては使い物にならなかったと思いますよ。僕じゃなくて林太郎ですね。全ては林太郎がやっぱり大友君のことをなんとかこれで日本のアニメーションと変えたいぐらいのつもりもあったんじゃないですかね。大友君もただアニメーションに対して非常に興味もあったけれども、当時連載してましたから、この間も会った時にあの子のエネルギーあったよなって、3日間漫画描いて3日間アニメやってたんだと、それができたんだと、今はそれができないと、どっちか一つしかできないぞと言ってたんですけど、まだその頃は若くて元気があって両方やりたかったんじゃないですか。でスタジオにちゃんと来てくれて、現場大戦の頃しょっちゅう僕とこう向き合ってキャラクター描いてもらうんですね。その頃はまだ漫画家時代はあんまりサイクル漫画ないんですね。むしろリアルな戦争とか下町のなんか不老者とかを得意で描いてて、あんまりこう綺麗な絵ではなかったんですね。アニメーション綺麗、特に女性は綺麗じゃないと嫌だって僕がずっと言って、ルナ姫の絵が可愛くない、もっと目玉が大きくて可愛いのがアニメーションなんだよって、もうずっと喧嘩してて、男とかじいさんとかめちゃくちゃうまいんだけど、最後は林太郎さんがこれでもう勘弁してやるよっつって、お父さんもこれ以上描けませんって言われて、ルナ姫があの形になったんですけども、その後いろいろ彼もアニメーションやってる中で、やっぱりこう舌触りのいい絵というか、彼の絵そのものも少し変わってくるし、ただ彼の持っているそのある種デッサン力というか、リアルな表現というか、それは森本中村隆も含めて日本のアニメ界に与えた影響っていうのはかなりでかいと思います。彼も現場大戦終わった後、もうちょっとアニメやりたいって言い出して、じゃあ短編ならやってみますかって言って工事指令命令を彼がその原作の中からこれをだったらやれるよって選び出して、その後それをやって自信がついてアキラを自分でやってみたいってやったんだと。また明日ではできないんで、大手の東京ムービーがそれを引き受けてやってくれた。アメリカで当時そういう日本のアニメーションが好きな若い人が集まって、突然バイオレンス中心の日本のアニメーションが出てきた時に、ちょっと彼らカルチャーショックを起こして、日本のアニメーション面白いよ、その一番バイオレンスをやるのが好きで得意なのがマタハスの一部、マタハスの全てではないんですけど、特に川尻君のものは非常に幼獣都市っていうのがちょっとセンセーショナルな動きがあって、血は吹き出すわ首はすっ飛ぶわみたいな、すげえやみたいな若いエネルギーが詰まってるっていう評価されて、そのうち単にそういうそれをどうきれいに見せるかとか、どう凄まじい表現ができるかっていう表現に対してのなんかシンパシーみたいのがあって、ハリウッドの若手の監督たちがみんなそれにこぞって日本のアニメーションを評価してくれて、でももともとといえば僕らが川島林太郎さんも僕らがすごく影響を受けたのはハリウッドのそういう映画なんですね。実写映画なんですね。だからお互いこちらがそれを刺激を受けて作った映像を面白がったというそういう関係にあったんじゃないかなと思いますよ。いや僕はね、そのビジネスに関してはいまだにまだ全然ダメなんですよ。だからプロデューサーにという名前を出されることに関しては全面拒否はしませんけど、僕はプロデューサーではないと思ってるんです。要するにちゃんとお金の面倒を見ていろいろ総合的にやれる人がプロデューサーだって、僕はもう総合的なことに特にお金のこととスケジュールを守ることに関してはほとんどダメ人間ですから、
ですからプロデューサーではないと。例えば今は M2 って会社があるんですけども、プロデューサーはマキがプロデューサーで、僕は必ずクリエイティブプロデューサー、ものを作る側のプロデューサーです。お金の面倒を見ませんよということを対外的にアピールしてるぐらいで、別に会社の意向でどうのこうのなくて、逆に出版社からとか原作者から依頼があった時にじゃあやりましょうってなるだけなんで、特に傾向的にこの時期こういうことをやっていくとかそういうのは全然ないです。もうそういうふうに固まる時期はあったかもしれないけど、常にそんなことを意識しないで、今川軸がやるんだったら何がいいかとか、今浅く君だったらこれができるなみたいな、そういう作品の選び方をしてるんで、僕があんまりバッターハウスがこの方向でこういうものしかとかって決められるのはとてもむしろ嫌だったですね。何でもやるし、その時によってその依頼されたもの、自分の方からこれをやるっていう、やりたいとかって言ってる暇がなかったかな。逆にどんどん来ちゃうんで、それをやるので精一杯みたいな感じだったと思いますよ、多分。なるべく監督の思いをどう表現できるか、みんなで頑張ろうねってなります。ただ監督も必ずしも全員優秀なわけじゃないですから、これから勉強してなんとか一人前になっていく人も一緒にやってるわけですから、それはそれでなんか全部任せるわけにはいかないとかってことも出てくるわけです。そのパーフェクトブルーっていう非常に難しい、僕の今までやった中でも最も困難なと思われる作品をやんなくちゃないと。ちょっとこの作品普通にやりたくないなと、普通のアニメーションにしたくないなってあった時に、むしろあんまりアニメの監督じゃない人にお願いした方がいいんじゃないかなと思って、当時コンサートして相当優秀だという噂の彼と会ったら、彼もちょうどタイミングが良くて、ちょっとアニメーションをやろうと思ってたんで、監督一本やってみて、ちょっと面白いなと、監督アニメーションやってもいいよってことになって、パーフェクトブルーをやってもらって、僕にとってはすごく刺激的で面白かったんだから、完成する前にじゃあ次やろうということで宣伝女優を作って、それも僕にとってはすごく面白かったんで、まだ回収とかなんとか一切ないまま作品が終わりかけてる時には次の作品をまた考えてというやり方をしてたんで、毎回そのやり方がチャレンジングなんで、要するに同じことはやらない、別な発想で別な展開をしていくっていう、僕には非常に馬があった監督だったんで、立て続けにずっと一緒にやってたってことはあります。でもコン君は全作品赤字で、作品が終わる前に次の企画をやってるんです。ずっとやり続けたんですね。それは僕がどうしてもそうしたかった、彼のものを見たかったってことだし、彼も作りたかった。今考えてみると作り急いだんだと思いますけども、作っていたかった。もう赤字作り続けて会社に迷惑かけてるから、テレビシリーズを一気にやってやるんですと。でこれはもう自分が監修するけど若い監督全部やらせるから、あっという間にできちゃうと丸さんって彼が言うわけですよ。おいいね、ぜひやろうよって妄想代理人って企画を決めてやり始めると、どんどん自分でやって、若い人にやらせるはずじゃなかったのって、もう少しまとめてやらないと若い人かわいそうだからとことん最後まで全部自分一人で、一方に凛太郎さんに任せたかな。でも騙されることが快感というか、そういう日常だったことを覚えてます。読売機械もロボットものやってください。僕が当然期待するのは、なんかロボットが出てきて戦闘するようなロボットものと思うんだけど、
彼はミュージカルでやりたいとか言い出して、でも確かに赤いロボットと黄色いロボットと緑色のロボットが出てくるんで、まあロボットものじゃロボットものでしょう、でやりましょうっていうところで、まあ途中で終わってしまって、彼が亡くなってしまったんで、誰かがやるってことなくはないんですけども、彼が作ったパートがいくつかあるんですね。それを使わないわけにいかないし、逆に言うとそれ使ったら彼がずっとやれば当然使ってやれるんですけども、誰かがそれを作ると彼の作品でもなくなるし、新しく作った人にとっては邪魔な作品になってしまうんで、これはもう最終的にフィルムにすることは断念しようと僕は思って、コンサート誌のためにこの作品を形を何とかするのをやめようと僕自身は思ってます。小津田君はですね、お邪魔女ドレミをテレビで見て、テレビでこんなことやっちゃいけないよって電話して、テレビでこんなクオリティでやったら他の話数との差が見えすぎで、ちょっとこういうのは劇場でちゃんとやった方がいいよと彼に言って、大きなお世話って言われて、まあ、常に大きなお世話なんです。僕が言ってることやってることは。コンサート誌でパプリカをやるときに辻さんのとこ行って、原作者のとこ行って、パプリカっての興行としてどうなのって心配して、辻さんの割と人気作品を原作をもう一本やらせてくださいって言って、時をかける少女をアニメにすること決まったんですね。その時すぐにお邪魔女ドレミを思ったんです。お邪魔女ドレミの魔女を卒業した魔女っていう原田知世さんが声をやってるんですけど、まるで大林さんのやった時をかける少女を連想したんですね。で僕がアニメで時をかける少女やることだったけど、これはもう細田君しかいないってことで、細田君口説いてお邪魔女ドレミやってくださいと。ただ子供じゃないですよと、もう大人のお邪魔女ドレミで、折り合いついて時をかける少女がやることになったってことだ。お邪魔女ドレミをなかったら僕は細田君に時をかける少女をやってくださいって言わなかったかもしれない。またあんまり大きくなりすぎて人もいっぱいいて、とっても僕には手に負えなくなったんで、ゼロからもう一回アニメーションやってみようかと思ってマッパで会社作って、でマッパも5年ぐらいやったらもうかなり大きくなったんで、やっぱり若い人がそれをやるべきだと。当時大塚君今の社長が僕がマッドハウス作った時期の年齢だったんで、じゃあ大塚君マッパをマッドハウスのようにやってくださいって言って彼に渡して、僕はそこからちょっと身を引いて今現在 M2 でやってるわけですけれども、ただ人間のエネルギーっていうのはやっぱり限界がありますから、やっぱりそれは次の世代の人がやってくれれば、やっぱマッパー大塚君とか今の M2 の丸山慎太郎とか、僕はもう割と楽してあと残りを人生を生きていきたいなと。ミチプロで僕らが生き方、要するに仕事をやるってことができなくなった時に、チーム手崎と一緒にマッドハウスってチームを作ったんですね。会社じゃないんですね。だからなんていうか会社で物を作るっていうシステムに対して逆に言うとアンチだったところがあるんですね。そのために必ずしも経営がうまくいかないところあったと思うんですけども、物を作るってことを中心に考えた、そのことはいまだに僕が
僕らが脈々とつないでいる部分だと思います。手塚治虫がいたから僕の今があるし、日本のアニメがここにあるというふうに僕は思います。いろいろマッドハウス時代の人がいろんな会社を作っていろんな作品を作って、なんかかなりの部分を占めてるのは事実だと思うんです、日本のアニメーションで。それぞれの人がそれぞれ面白いことをやってくれれば嬉しいし、僕が手塚治虫を反面教師にしたように、全員が多分僕のことを反面教師にして独自のやり方をやってくれると嬉しいなと思います。This concludes our interview with Madhouse founder Masao Maruyama. In the next episode, we'll dive into the mind of one of the very directors he helped rise to fame, one who contributed a lot to the worldwide anime boom. Want to learn more about Studio Madhouse? Make sure to subscribe to the channel so you don't miss the next interviews. A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? アニメーションの監督をやってる、川尻です。今はほとんど監督はもう、ここ10年以上やってないんですけど、いまだにアニメーションに、関わらせてもらっていて、オファーがある限りはこれからも、コンテなり、何らかの形で、アニメに、関わりたいなっていうふうには、思ってます。He's a founding member of Studio Madhouse and a director who was on the front lines in the first American anime boom with works such as Wicked City, Ninja Scroll, and Vampire Hunter D. Yoshiaki Kawajiri. While he started working on anime in the late 60s, he's still active today, storyboarding episodes on beloved shows such as Frieren, Overlord, Sunny Boy, and Jujutsu Kaisen. Let's dive into the mind of this legendary anime director. もともとは、とにかく絵が子供の頃から好きだったので、絵で、生活ができたらいいなということで、漫画家になりたいなっていうふうには思ってたんですけど、もう少し絵の勉強をしてからっていうふうに思っていたので、虫プロダクションというアニメーションをやってる会社があるっていうんで、そこに一度入社して、それで絵の勉強をして、それから漫画家になろうかなっていうような思惑で虫プロダクションに入りました。もう本当にやっぱり神様ですし、やっぱりもう今の日本のコミック文化、アニメ文化、その元となってるのはもう手塚治虫だから、それはやっぱりいまだに超えられる人はいないし、一昔前は本当に大人がサラリーマンが通勤電車の中で漫画見てるって笑われたみたいなとこっていうのがあったんですよ。だけど今はもう漫画見るっていうのは一つの映画見るのとそんなに変わんない、そういう娯楽に完全に成立してるから、やっぱりその元っていうのはもう本当に手塚先生がああいう形で幅広い作品を手がけてなければ、成立しなかったし、僕が監督になって少し大人向けの作品を作りたいなって思ってたのは、やっぱり手塚先生が子供ものだけじゃない、やっぱり大人の鑑賞にも耐えられる、そういう映画を作りたいっていうのが当初からあったから、その多少それを継ぎたいなっていうのはあったし、大人もののジャンルっていうのに、踏み出したっていうのは、そういうやっぱ手塚先生のそういうマインドが結構あったと思います。はい、それで、
やっぱアニメーションをこうやっていくうちに、動きがあってで時間があってっていうそのフィルム作りの面白さっていうのにやっぱりすごくこれは漫画コミックよか、面白いなっていうふうに、思い始めてで今に至るというそういう感じです。僕はね最初の頃はもう動かすのが好きだったの。とにかくアニメーションって動くもんだろうっていうのがあったし、それからやっぱり東映のその当時のわんぱく王子のオロチ退治だとか、それからホルスの大冒険だとかっていうのがもうアニメーション的にすっごい面白いなっていうふうに思ってたんで、そういうもう動かしまくる作品を原画をやりたいなというふうに思っていました。出崎さんの演出なんていうのはかなり止めとかっていうのが多用されてて、でそれはそれで非常に新しいアニメーションの見せ方、全く海外の作品なんかにはないかっこいい新しいリミテッドな見せ方っていうのがあったんですけど、絵コンテで止めって書かれてもね僕原画やった時に動かしちゃったりするでそれはもうとんでもないあれなんだけど、でも結構出崎さんとかも心広い人だから結構見逃してくれてこうまあそれもいいよっつって好きにやらせてくれたっていう思い出があります。だから動かすことがとにかく好きでしょうがなかったっていうところですね。虫プロがもう危ないんで、これからもう自分たちでスタジオを作って、自分たちが作りたい作品を作っていこうと、そういう土台を作ろうということで、国松様のお通り大破っていう、専用のスタジオが石神井にありまして、そのスタジオにいたメンバーがほとんどそのままマッドハウスに移行してるっていう感じですね。はい、僕はとにかく尊敬する出崎さんとか杉野さんが、会社を作るっていうことで誘っていただけて、もう喜んでいきますっていうことで、マッドハウスに参加しました。やっぱり出崎さんはやっぱすごい新進気鋭の、演出家っていう感じで、もう明日のジョーのパイロットフィルムなんか見てもうぶっ飛んだ、思い出があります。で丸さんは何をやってる人かずっと分かりませんでした設定っていうふうにクレジットは出てんだけど、それって何やってんのかなっていうのはずっと分かりませんでしたね。はい、マッドハウスも何期かありますから、初期の段階では丸さんはそのプロデューサーでもなく設定っていう立場だったし、出崎さん杉野さんたちが抜けちゃったタイミングで一度マッドハウスは半分消滅みたいな、半分解散みたいな形になったんですよ。それで、丸さんがもう一度なんかやりたいっていうことでちょこちょこ僕を筆頭に何人か集めてやりだした。その時から丸さんが社長っていう立場になった。コミックで竹宮恵子さんという女流漫画家の方の作品で「夏への扉」っていうのがあるんですけど、それが、一度解散したバンドの最初の仕事だったんですよ。こういう作品あるから川尻手貸してくんないかっていうんで、参加したっていうところですね。はい、みんな上手い人ばっかだったから、虫プロの時はずっと普通にそういうシステムはなかったですね。で夏への扉の時に丸さんが新しくやろうって言って正木森さんの根底をかなり変えた形でレイアウトを作ったんで、多分絵コンテのタッチだとかなり男性的なレイアウト、そういう感じがあったんで、丸さんがちょっと何とかしてくれ、もうちょい竹宮恵子さんっぽいカラーをもっと出してほしいみたいなオファーがあったんで、じゃあ丸々一本レイアウト書かないときっと作品として、
バランスが悪くなってしまうから、全部やりましょうということで、全カットレイアウト、それから全カット第一原画を一人でやりました。それがスタートですね。いやもうその頃は全然パワーがあったから、そんなのはどうってことなかったです。いや、幼獣都市もレイアウトシステム取ってます。後に悟空でコンビ組む浜崎君だとかが参加してくれた時に、その部分のパートはレイアウトお任せで、浜崎君の方にお任せでやりました。それ以外のとこはほとんどはレイアウト取ってる。今に比べたらその当時っていうのはフィルムの感度も全然悪いし、セルに色塗りする絵の具の種類数っていうのも圧倒的に少なかったんですよ。多分ジブリでも多い時で200-300とかそんくらいだったと思うんですけど、僕が幼獣の時にやったマントの色数なんていうのは本当にもう40、50っていうレベルじゃなかったかな。その色数を組み合わせて色指定をしていかなきゃいけない。で一番数が多いのがブルーなで、フィルムに一番、フィルムが感度よく見えるのがブルーだったの。それでブルーを対応したっていうことがあります。それで特に幼獣はちょっと冷たい都会の空気、それを出したかったっていうことがあるんで、余計、闇の中のブルーとかっていうのはたくさん使いましたね。透過光処理っていう光のことですよね、言ってるのは。それはやっぱり実写っぽい効果を出すには非常に優れたエフェクトなんで、金属だったり、ガラスだったりとかの映り込みとして、ものすごいたくさん、使用したっていうのはありますね。いやそれはもう原作がそういう作品だったから、そういうちょっとエロティックなそういう魔界の、住人たちの描写っていうのが、結構作品としてはそういうのが売りになってた作品だったんで、それはまあちょっとアニメにしたらどうなのかなっていうふうには思ってたんですけど、これはもうそれ作った時36でしたかね、私が。で僕の世代が見れる作品、そういうのをアニメーションで作ろうっていうことがあったんで、アニメーションならではのエロテックシーンっていうことで、それ書きました。はい。どっちかって言ったらハリウッドの、テレビシリーズ映画に触れて育ってきてるんで、こういうのを作ってる見てる人たちにも通用するような作品を作っていきたいなっていうのが、幼獣都市を作る時にありましたね。そういう海外でもこういう設定が分かりやすい設定にしたいとか、ハンター D も十兵衛も、割と時代劇のこと知らなくても外国の方が見て割とすんなりストーリーを把握できるんじゃないかなっていうようなことはすごく、毎回意識してやってきたつもりです。もともとは英語版だけでっていうことだったんで、音響作業、音楽、エフェクト全てアメリカの方で作ろうという形で、ただもうフィルム自体は、全て日本でマッドハウスで作りました。音響作業で、サンフランシスコでやったんですけど、サンフランシスコのスタジオに詰めてあったんですけど、その時にやっぱりちょっと向こうの、エフェクトの入れ方っていうのはちょっと、違ってて、ちょっとアニメに、あまり慣れてないスタッフだったのかもしれないですけど、ちょっと不安な面もあったんで、日本の音響監督さんも後から呼んで一緒に付き添ってもらって、で
ちょっといろいろ直さなきゃなんない部分があるなということで、効果に関してはかなり日本で、直しています。僕の子供の時代だとやっぱりジョン・スタージスの、マグニフィセント・セブン、それからグレート・エスケープ、これはやっぱりもう映画ってこれでしょっていうねその後はジョージ・ロイヒルとかもすごく好きで、ブッチ&サンダースとかスティングだとか、この辺はすごくハマりましたね。でもうそこからあとはもう割と新しいところではブレードランナーからね、レイダースからマッドマックス、それから、特に僕が好きなのは、ジョン・マクティアナ、ダイ・ハード、ブレーデター、もうほとんど僕と同じ世代、で彼の作品はすごい好きです。僕が日本の時代劇で大好きな監督さんで、五社英雄監督っていうのがいるんですけど、その人の、作品はすごい好きですね。とにかくけれんみたっぷり、男も女も色気がある、そういう、作品で、タイトルとしては「雲霧仁左衛門」とか「闇の狩人」とかっていう作品なんですけど、やっぱり自分としてはずっと絵描きでありたいっていうふうに、思ってるんで、なるだけその作品のキャラデザイン、イメージがある限り、伝えたいなっていうことで、なんとなく自分でざっとまず描いちゃうことがずっと、それこそ「ヴァンパイアハンター D」まで、いう作業はしてましたね。でないとやっぱり言葉では伝えきれないし、俺が思ってるこのキャラってこういう感じなんだけどっていうふうに書いて見せた方がやっぱり理解度は深まるし、ちゃんとしたキャラクターデザイナーは俺の見て、それもいいけどもっとそれを超えてやろうっていうふうに多分思って書いてくるだろうなっていうこともあるし、で少し規模が大きくなって金森さんとかもね人が増えたんで、私の作品だけじゃなくてもっとテレビシリーズだとか他の、作品を企画して作っていこうっていうことでクランプ作品だとか、要するに僕があまりやらないようなそういう作品が増えていったんじゃないかなっていうふうには思いますね。大川さんとよく打ち合わせしたんですけど、多分あちらもなんか幼獣都市とかね、こういうハードなものをやった監督さんっていうことは知ってるぐらいの感じで、この人に私の作品できるのかなっていうのは非常に不安だったと思うんですけど、僕としてはいろんな作品を原画でもやってきたっていう、ことがあるんで、夏への扉からいろいろね、そういうレイアウトでも、女性作品もやってきたしっていうことがあるんで、あまり抵抗なく、できたんですけど、多分大川さん、クランプさんの方からしたら多分不安だったろうなと思いますけど、結構好きにやらせていただいたっていう感じですね。やっぱりアニメーションっていろんな原作者の作品をやったりすることっていうのが多々あるんで、それはやっぱりそういうことへの対応する能力っていうのは多分原画の時から、培ってきたものが役に立ってるのかなっていうふうには思いますね。とにかくその作品のいいところを見つける、面白いところを見つけるっていうことが多分監督する人間っていうのは非常に大事なことだから、そのいいとこをもっと面白くもっと綺麗に見したら原作者もこの作品のファンの人も喜ぶなっていうことがまず大前提で、取り組んできたつもりですから、女性の原作男性の原作とかって関係なく、ただ僕としてもあんまり苦手なジャンルはあるんで、
ギャグ漫画とかはオファーが来たこともないですから、ギャグ漫画はちょっと難しいなっていうふうには思ってますね。そうね、あんまり浅川のこと話したことないけど、俺はものすごいいいもん持ってるな。でもうずっと思ってるのはやっぱり浅川君のオリジナルな原作の劇場アニメ見てみたいなっていうふうにはずっと思ってる。未だに思ってる。だけど手が遅いからね手が遅いから桜の時もね、本当はもう監督が一人でコンテ書かなきゃいけないんだけど、もう泣きが入って手伝ってくださいっていうことで参加したっていう経緯です。やっぱり独特の繊細なこだわりを持ってる、そこはもう誰も真似できない感覚があるね。ああそうね、フリーレンもやりましたね。フリーレン、それからあそこにある愛の遺伝子、それからその上のもやったな全部やってるよここにやってるやつ全部やってる。いややっぱりこの斉藤君も面白いよね。やっぱ独特の感性持ってて、夏目くんのソニーボーイの時に初めて彼を知ったんだけど、やっぱりちょっと新しい感覚だなっていうふうには思いました。でその彼がこのフリーレンって原作をどうやんだろうな、大丈夫かなっていうふうにちょっと思ってたんですよ、正直。だけど見事にいい作品にしてくれたね。すごいです。折々のメインの監督たちのカラーとかによって、ごく最近だったらね、金の国とか、女性監督だし、ちょっとバンドでは今までないカラーだったと思うし、そうね、フリーレンの斉藤君もちょっと新しいタイプの、作品、監督のタッチだったりとか、そのやっぱ作品監督のカラーによって、っていうことでしかないと思ってます。夏への扉からのもう本当にちょっと小規模な時代から、極あたりまで割と自分の作品中心にマッドが、作ってた時代で、そこから多少いろんなシリーズとかも増えていった時代で、その後、もう僕が「ヴァンパイアハンター D」やる頃っていうのはもううちでマッドが今何作ってるのか分かんないぐらい作品が多かった。昔はもう本当に今回これを、監督する、細田さんですとかって紹介してもらえたんだけど、もう紹介すらもされないぐらい監督作品がいっぱいあった時代でしたね。多分僕がメインでやってた頃は僕の作品中心でっていうのはあったけど、やっぱりだんだんスタジオが大きくなっていろんな作品やるようになって、で丸さんもいろんな作品をいろんな才能のある監督と組んでやりたいなっていうのがあったんで、バンドで初監督作品やったって人は結構多いよね。コンサもそうだし、細田君も、劇場作品をやったのはバンドが最初かな、多分。いろんな監督がね、ここからスタートした人が多いんじゃないかな。あんまり弟子とかってアニメーションであんまりさ、手取り足取り教えるものでもないから、その人の書いたもの見れば分かるだろうとかって言って原画盗み見すれば結構分かることっていっぱいあるし、で今はもうビデオで何でも分かっちゃうから、何度でも繰り返し見れるし、スローでも見れるしっていうところでそんなに教えることってないですよ。だから身近でやってもらって、割と自分のカラーに近いものをやってくれてるのが小池君だったりするかな。もっと俺よかセンスいいからもっとおしゃれな感じだけど、一番なんとなく自分の路線に近いかなっていうふうには思いますね。
だからもし仮に10名の続編アニメなんつったらこういう書き込みやってくれたらいいなっていうふうには一番に思います。あと岡村君もね、岡村君も自分の作品いっぱい付き合ってもらって、いい仕事をしてもらって、で今いまだにね、なんだっけヒーローアカ、僕のヒーローアカデミアの監督とかやって活躍してるから、まあ、まだまだ頑張ってほしいなっていうふうには思います。50年続いたことは信じられないよね。それがすごいよね。こういう商売やってて50年続けてるって、誰が偉いのかって言ったらよく分かんないし、やっぱり、まあいろんな監督が育っていろんな作品が、ここで生み出されてっていうところでの、信頼度みたいなことは多分、海外の人からにもきっとあるんだろうなっていうふうには思いますけど、一言で言ったらもうアニメ作品をいっぱい作ってきた会社これが一番マッドハウスのすごいとこかな、と思います。This concludes our interview with the legendary anime director Yoshiaki Kawajiri. In the next episode, we sit down with a director known for his extensive research and attention to detail, Sunao Katabuchi. Want to learn more about Studio Madhouse? Make sure to subscribe to the channel so you don't miss the next interviews. 川口さんが恐竜が好きと言われましたね。じゃあ恐竜のいいところか説明してくださいませんか。いいところどれが好きっていうのはないんだけど、やっぱりこういうのがいたっていうこと自体がやっぱり一番面白いことかな。やっぱりスピルバーグのジュラシック見た時にね、いたんだって思ったもんねだからやっぱりこの誰も見たことはないけどこういう生物がいた、こんなでかいもんが地球の上歩いてたんだっていうところが一番の魅力かなっていうふうに思いますね。A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? 片渕素と言います。マッドハウスでは大きな作品では、自分が監督したマイマイシンコと千年の魔法、それからブラックラグーンというのをやりました。でもそれだけではなくて、丸山正夫さんにすごくたくさんの仕事を、させられました。Sunao Katabuchi, an anime director known for the quality of his stories and his great attention to detail. He worked alongside director Hayao Miyazaki on Kiki's Delivery Service at Studio Ghibli, before joining Studio Madhouse at its president's request, where he directed beloved works such as Black Lagoon and My Miracle. Let's learn more about how he creates such compelling stories. ですね、僕虫プロダクションにいて、で虫プロダクションでもうその映画が作れるはずだったんですけど、ちょっとなかなか作れないのといろんなその事情とかがあったもんですから、同じように映画を作る会社としてスタジオ &C があったんで、そこへ、行ったわけですね。でスタジオ &C の、プロデューサーの田中恵子さんは、それ以前に、魔女の宅急便をやった時の、彼女は LINE プロデューサーだったんで、非常に、よく知ってる間柄だったんで、それで 4°C に入って、その中に森本浩二さんがいて、で森本さんが、その前に「アキラ」をやっていた関係で大友克洋さんの「メモリーズに」誘われたわけです。でそういうことがあってスタジオ &C 自体がそのメモリーズを作ることになって、で僕はだから、途中からそのメモリーズの3話目の
大砲の町というのから、参加しました。で僕はだからその、一つはその、大砲とかの資料を提供する、僕が持っていたものを、大友さんに提供するっていうことと、それからその大砲の街っていうのはその20分ぐらいあるんですけど、全部ワンカットでできてるわけなんですけど、そのカメラワークを、実現できるのが、多分僕しかいなかったんで、田中さんはだから最初からそれをやってほしかったらしいんですけど、そういうことで、本格的に、メモリーズの中に入っていったわけですね。ちょうどその頃に、丸山さんが僕を探していたらしくて、メモリーズはオムニバスなんですけど、最初の1話と3話は、スタジオ 4°C で、2話がマッドハウスで作ってたんですけど、同じ作品の中に、僕がいたということで丸山さんが驚いて、で、共通の知人を間に挟んで僕に連絡してきて、一度なんかその話をしに来ないかと言われたんですね。でそれで行ったらですね、一番最初プロデュースの現場に、いろんなその作品の絵コンテとか、脚本とかが来るんですけど、それをこうチェックしたりする仕事をやってくれないかと言われたんですね。でも僕は現場で自分のものづくりをする方が良いと思ったんですけど、その時に丸山さんがじゃあどれをやるかって言われて、マッドハウスで当時、進行中の作品をいくつか、紹介してもらったんですけど、その中であずきちゃんというのを、選んで、小学生の、女の子たちのその日常生活みたいなものを描く。でそれは自分が今までやってきたものに傾向が近かったので、それをまずやりたい。小島さんのことをいろいろどう語っていいかちょっと分かんないんですけど、ずっとだからそのあずきちゃんを一緒にやってたんですけども、あずきちゃんだけではなくてですね、いろんなそのテレビシリーズが入ってきて、例えばカードキャプターさくらとかもそうなんですけども、でそうするとシリーズの一番最初の立ち上がりのあたりは小島さんとか僕とか、あと浅香君とかが、必ずやる1、2話3話ぐらいはその3人でやるみたいな感じになっていました。でその後もだから小島さんのテレビシリーズの絵コンテをやったり手伝ったりはしてたんですけど、非常にだからそういう意味で言うと考え方が近くて、一緒に仕事しやすかったですね。実はですね、日本アニメーションにも通っていて、ちびまる子ちゃんというのもやっていました。朝日本アニメーションに行って、それからお昼にマッドハウスに行って、それからまた夕方日本アニメーションに行って帰るか、その逆かですね1日100キロぐらい走る感じでした。彼はだから割と無口で、コツコツといろんな仕事を丸山さんから引き受けてやっていたっていうのはありますね。カードキャプターさくらは本来だったらマッドハウスで一番最初にオリジナルの企画になるはずだったんですね。それまでのマッドハウスの仕事はみんないろんなよその会社の企画の下請けとして作っていたわけですが、初めて、マッドハウスとして作る作品になるはずだったんです。でそれをその浅香君が任命されてやってたわけなんで、それなりに、そういうこうバイタリティとかが丸山さんに認められてたんだろうなと思うんですね。この作品はマッドハウスとして全力を挙げてやりたいって言われて、作画枚数なんかもかなりふんだんにかけてよいよという話だったんですね。でその後に、やはりよその会社の企画っていうことに変わってしまって、そこから先は1話あたり4000枚しかかけられなくなるんですけども、最初の頃は8000枚かけてもよいと言われてたし、で僕はだから3話だから8000枚って言われたら1万枚ぐらいかけてもよいだろうと思ってやってみたら、もうちょっとオーバーしてしまって1万2000枚になってしまったんですけど、だからそういうなんか積極的にそれまでのあずきちゃんなんかが4000枚でやってたのとは、違うように作るべきだなと思ったので、さくらの3話はものすごくたくさん動かしています。あずきちゃんでもその小学生の恋の話をやっていて、でそれから、カードキャプターさくらでも同じようにやっていて、でも別の作品である以上
違う表現をするべきだなと思ったので、桜だったらこういうような表情がありえるだろうなっていうのを考えてやっていたわけですね。ちょっとそこが強調されているように見えるかもしれないですけど、その作品らしさみたいなものをこう考えようとしていたわけです。だから自分としてはだからその当時は自分の作風というよりも原作がどういうものであるからそれに対して、だったらこういうようなアプローチの仕方がある、また別の作品だったらこういうようなアプローチの仕方があるっていろんな自分自身の可能性でもあるし、それを探してそれからその原作の可能性と一致させるということを、盛んにしていた時期だったりします。でマッドハウスは特にいろんな作品の傾向のものを同時に引き受けることがあったので、じゃあ作品ごとにどう違うのかっていうのを考えたりとか、あるいは自分の中にあるいろんな方法をそれぞれ別々の方法として出していくっていう、その可能性の開拓みたいなことを、するのにマッドハウスという場所がうってつけだったということがあります。ですね、それまでは僕たちはというかアニメーション僕が始めた頃はまだ、子供に向けて発信する作品が多く作られたわけですね。で子供に向けてはあなたの人生はうまくいく勇気づけてあげる必要があるわけですね。彼らはこれからそういう人生の場所に出ていくわけだから。だけど考えてみたら、もうアニメーションの見る対象が子供ではなくなってきてるわけですね。例えば自分が考えたほどうまくいかない人もたくさんいるわけですよね。そういう人たちのことも考えなければいけないな。でブラックラグーンは、それに本当にぴったりの題材だったと思うんですね。日本でサラリーマンをやろうとしていてうまくいかなかったロック、香港で警察官としてやっていたんだけど、そこから、マフィアになっていたチャンとか、それから、ロシアで、ソ連だった時かな、オリンピックの選手、射撃の選手になろうと思ってたんだけど、軍隊に行かざるを得なくなって、そこからロシアマフィアに入っていくバラライカとか、みんな自分の本来の人生を生きられなくて、東南アジアの架空の町であるロアナプラというところに集まってきているわけですね。吹き流れてきている。でそういう人たち、そこにいる人たちは全員本来生きられたはずの人生を生きていない人たちであるわけですね。中に登場人物のレビーという人はみんな死人なんだっていうんですけど、だけどそういうような人生も、実際には存在するわけで、そういうものを見つめていくことがこれから特に対象、その作品を見せる対象がどんどん年齢が上がっていくときに必要な考え方だなと思ったわけです。最初シリーズ構成と脚本とかをやるということだったんですけど、それで、丸山さんのプランとしては、ブラックラグーンの中にはいくつもの傾向が違うエピソードがあるんで、それぞれ別々の監督を立ててやっていくっていうことを丸山さんは考えてたんだけど、どうもそうじゃないようだっていうことになっていって、で僕の方でもシリーズ構成ってやってみると非常によく分かったんですけど、これははっきりとストーリーの縦糸がある話だったんで、それは一人の人間がやった方が良いだろうと思って監督も引き受けることにしたわけですね。ブラックラグーンの時は、そういう準備の頃に、広井さんにマッドハウスに来てもらって、でソファーのある、会議室というか応接室みたいなところで2人でソファーで本当の寝転がるみたいにして、いろんな話をして、原作では背景、特に風景があまり描いていなかったんで、どういう風景がある街なんだろうなんていうことを、僕の方でもこういうものが必要なんだけど、でそれを自分で考えるんじゃなくて広江さんから引き出したいということをたくさんやったわけですね。例えばただ、象徴が何もない街だとどこの街と分かんないから、まずそれをシンボルになるものを作りましょうと言って、例えば自由の女神みたいなものが立っているみたいな話をして、ただ自由が損ねられている自由の女神って何なんだろうなと思って、そしたらタイだから仏像で、その仏像の顔が落ちている
顔がなくなった仏像とかどうだろうっていうのを広井さんが言うわけですね。でそれはその時点までは、原作だと4巻ぐらいの頃かな、まだ、それぐらいの頃だったんですけど、それ原作に出てないものなんですよ。まだその時考えたばっかりだから。でそれを僕らの方では映像の中に取り入れていって、でしばらくすると原作の中にも同じものが後から出てきたんですね。でそれがロアナプラの象徴シンボルするものとして、原作とそのアニメーションと両方で、使われるようになっていったり、そういうようなことを、いろいろこういうものがあるだろうとかっていうののすり合わせをやったりして、それからロケハンに行ったような気がします。ロケハンはしたんですけど、丸山さんとしてはそのロケハンに行くからついでに、彼の趣味の一つはいろんなホテルに泊まることだったんですけど、まず最初に香港に行き、それから、南ベトナムに行き、それからなぜか丸山さんの趣味でカンボジアに行き、それから北ベトナムハノイに行ったわけですね。カンボジアでは、あれは何だったっけかな、なんかドリアンじゃないか、なんだっけ、向こうの果物をなんか買って食べながら2人で歩いたりして、思い出深い旅にはなったと思います。これは原作でもそう書いてあるんですけど、ベトナム戦争の時の最後に近い印象って言われていて、なので、まずホーチミン市を見る必要があったわけですね。で、そこが結構大きいと思います。ですね、僕の友人でその軍艦の研究をしている人がいて、で彼が、大量にその洋書、海外の書物で例えば魚雷艇エルコの PT ボートとかの写真集を持ってたりとか U ボートの写真集を持ってたりするので、それをたくさん借りたわけですね。彼大塚義古って言うんですけど、でそれから、趣味で、モデルガンじゃないですけどいわゆる非稼働実銃っていうのかな、実際には撃てなくなってるけど本物の銃ですというのを特にロシア軍の持ってる人がいて、第三次世界大戦が起こってその中性子爆弾とか水爆とか落ちた下で、歩兵が活動するための防護服とか持ってる人がいて、でそれを着たりしてみて、でこれもなんか象徴的なものなのでバラライカに着せようとして21話なんかでそういうのを着たバラライカやその彼女の部下であった人たちの部隊出てきてるわけですね。そんなようなこととか言ってみると、そこでもある種の近代史というか現代史というか、そこであったアフガニスタンとか、そういうようなところであった出来事をできるだけ作品の中に背負わせたかったわけですね。でそれはだから広江さんもそういうかなり作品のバックボーンを考えていたので、それをまだ漫画に描かれてない部分とかもたくさんもらって、肉付けしていったりもしていました。ブラックラグーン、僕はだから全部本当は一人でやるわけにいかないんで、言ってみると少し任せても大丈夫な人が欲しかったんで、そういう意味では荒木君は、非常に良かったんですけど、8話9話10話っていうのをやってもらって良かったんですけど、デスノートの企画が上がってそれに荒木君が丸山さんに取られちゃったんでこっちがより大変になったなっていうことであったんですね。9話がブラックラグーンとしては荒木君が自分で絵コンテ描く最初だったんですけど、かなり時間かかってやってたんですけど、考え方が違うんじゃないかって言って、それで、一カット一カットここはこうやるんだっていうのを全部口で説明したりしながら、1日かけて、こういうふうにやり直してほしいということを言ったら、その後はだから一晩二晩ぐらいで彼は全部絵コンテをやり直してくれたりして、でそれがいわゆる9話のロベルタとのカーチェイスみたいなことがある場面だったんですけど、そういうところで彼は彼なりのなんていうんですかね、ブラックラグーンへのアプローチみたいなものを見つけていったんじゃないかなと思います。アニメーションってそこにないものが描けるわけですね。あるものも描けますね。写真撮ってきてそのままトレースして画面にする人もいます。
だけどないものが描けますね。だから昔はそのファンタジーみたいなものがそのアニメーションでできることだろうと思っていたんですけども、ただファンタジーって言いながらそこで中で形にするそのファンタジーの国の家はこういう家なんだろうって言ったら、やはり現実の世界から拾ってきて、デザインするしかないわけです。だったら現実の方がもっと面白いんじゃないかなと思い始めたわけですね。そういうことを考えたら現実なんだけど、現実に昔あったんだけど今もうそこに存在しなくなってしまっているものを描くこともアニメーションのできる可能性なんだろうなと思ったわけです。マイマイ信仰っていう小説の中にも、ここは1000年前には国の都があったんだよって書いてあるんですけど、どんな場所なのか書いてないんですよ。でもそれをアニメーションだったらば描くことができるはずだなと思って、それをむしろ描きたいと思ったわけですね。ある種のその達成感みたいなものが得られたわけですね。だから今また新しくそういう平安時代の世界を描き直すということをやって、また新しい達成感を得たいなと思っていたりもします。山口県が舞台なんですけど、僕山口県に全く行ったことがなかったってことがあった上で、ただその架空の町ロアナプラとはちょっと違ってて、はっきりそこに住んでる人もいるし、今も住んでる人もいるし、そこ出身の人もいるわけなんで、はっきりどういう町なのかっていうのをリアルに具体的に把握しないとダメだなと思って、しかしそれは昭和30年、1955年なわけですね。でそれをこう遡った今ではない、しかしその場所にその時代にあっただろう風景というのを再現する、そういうことで、たくさんのことを調べました。マイマイ信仰の時に、平安時代のことをそこで、調べ始めたわけですね。それはマイマイ信仰の原作の小説の中に、信仰という女の子のおじいさんが、今ここは麦畑しかないみたいな、非常に広い麦畑があるだけにみたいに見えるけども、1000年前にはここには周防の国と当時そのエリアは言われてて、周防の国の都があったんだ。でしかも1000年前っていうと、平安時代であるわけですね。で平安時代のその周防の神、という人を周防の神、周防の国の長官になった人を調べて、そうすると清少納言という作家、1000年前の女性の作家の、父親である清原本助という人がそこに長官になって赴任してきた。でたまたまなんですけど、その人が、住んでいた家が周防で住んでいた家が、僕たちがロケハンに行ったら、発掘されていて、その場所そのもの、そこに開いていた柱の穴とか、本物の清原本助が住んでいた、あるいはその清少納言も子供の頃に住んでいただろうっていう家の跡、本物を見ることができたわけですね。ですね、山口県防府市の、図書館の館長の人がそういう方言の研究者だったんですけど、で彼が、一応全てのセリフを、山口弁で一度イントネーションを再現してくれてる、そういう録音したものを声優というか、声を当てる役者さんたちに配って聞いてもらってたわけですね。それから、可能な限り、アフレコの現場にも、立ち会ってもらいました。で一箇所、彼がいなかった日に録音したのが、これが違いますねって言われたものがあったんで、ただその声優の人はその日にはもういなくなってたんで、しょうがないから僕がそれを山口弁で喋ったところがあります。江戸時代のこういうやつですね。枕草子の解説書ですね。上のところに解説が入ってます。枕草子はだから1000年ぐらいかけて、解説が積み重ねられてきているものだったりしますね。で僕らがやってみると、また新しく覗き込んでみると、いろいろさらに解説しなきゃいけないことや、すでにされた解説がこれ違うんじゃないかななんていうことが出てきたりとかものなんで、ほとんどのものはすでにこうやって解説されたものがあるわけですね。でこれはマイマイ信仰の時の枕草子、いっぱいこう付箋が貼ってありますけど、
マイマイ進行の時のものです。でこれ付箋貼ったのはこれを音楽のコトリンゴさんに渡して、そういうと枕草子のこういうところから言葉を拾って、主題歌の歌詞の参考にしてくれないか。で歌詞の中にだからマイマイ進行の歌詞の中にはたくさんその、枕草子の言葉がそのまま入ってますね。でマッドハウスでやると大体同じメンバーで全員で1本ずつ作るんで、そうすると藤田君なんかはだから必ずいるんですよ何やってもそこで関わってくるわけなんですよね。マッドハウスの作品は本当にその1本作ったらそのスタッフが他のも作るみたいな風にしてやってるわけですね。マイマイ進行なんかはそういう意味で言うと室井文江とか勝木さんとか、ブラックラグーンのスタッフもそのまま入ってたりもするわけですね。ブラックラグーンで演出やってた人たちに、部分的な演出なんかを頼んだりもしてるわけです。だから全員で常にやるみたいなのがマッドハウスの、作り方だったように思うんですね。それまではそのマッドハウスでどこかから仕事を受けてそれをDR ムービーに、さらに下請けに出すみたいな形が多かったんですけど DR が直接受注して、自分たちの作品として作るという仕事が始められることになって、でその時に僕と丸山さんで、こんな風にしたら自分たちの作品作れるよっていうのを言いに、それからその出来上がったラッシュとかを見に、韓国に行ったりもしていました。だからそういう意味ではその DR の人たちも常にマッドハウスの人と一緒にやってたし、それもなんかマッドハウスの仲間の一つだったわけですね。DR の社長さんはジョンさんはよく、マッドハウスに来て一緒にご飯食べたりもしてましたし、MM9 という企画をやっていたんですけど、マッドハウスでやろうとしてたんですけど、これが、ちょっといろんな関係でうまくっていうか、実現しにくくなってきたので、その代わりとして僕が提案したのがこの世界の片隅にだったんですけど、でちょうどその頃ですね、マッドハウスが日本テレビに買収された直後だったんです。なので2人でマッドハウスを辞めて2人でマッパを作った。で僕がだから、マッパに入らないで、少し外側にいて自分の事務所を作って、そこでマッパと、関わるのがいいんじゃないかっていうのが丸山さんの、アドバイスだったんで、そのサジェッションに従って自分の事務所を作って、やってるわけですね。僕がいた時のマッドハウスと今のマッドハウスは違うわけですね。僕がいた時は、あくまで丸山さんが、いろんなクリエイティブの中心にいたわけです。全ての脚本を見る、全ての絵コンテを見る、それから全ての、アフレコなんかに、立ち会う。そうやってその全てのそのクリエイティブなコントロールをするのが丸山さんで、僕なんかはだからそこに、ある種のその丸山さんの、信頼関係、丸山さんとの信頼関係みたいなところでそこに加わっていたわけですね。だからその信頼関係がそのまま今、マッパに、移行してきているわけです。Our interview with Sunao Katabuchi has come to an end. In our next episode, look forward to an interview with the director behind many blockbuster anime, Death Note director Tetsuro Araki. このシナリオより俺のコンテの方がはるかに面白いと思うんですけどとか言うと、丸山さんがこのお前のコンテの面白さはこれぐらいだとしたらシナリオの面白さはこれぐらいだって言って、俺は結構その場で号泣したりしてて、もうなんかこんなはずじゃなかったんだ、なんかもっとすごいはずだったんだ俺が視聴者だったらこれがデスノートのアニメ版だなんて認めないとかいう気持ちが俺に生まれちゃうわけですよね。まだ俺ら人間の頃は残ったからやめて、後ろの段ボールをこうやってバーンって蹴ったんですけど平尾くんがそのなんかすごい形ずつ球を避けるっていう素晴らしいことを考えたんで、本当にバカだなと思ってA place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse.
What makes this place and the people who have been there so special? アニメーション演出家の荒木哲郎です。代表的な作品はデスノートやギルティクラウン、鋼鉄よのカバネリ、そして進撃の巨人シーズン1から3などです。Before achieving unprecedented success with Attack on Titan Seasons 1 to 3, Tetsuro Araki got his start at Studio Madhouse and first made a name for himself as the director of Death Note and High School of the Dead. How did he climb the ladder to worldwide fame? Let's ask him. 自分が、アニメーションの業界に入って最初に入った会社で、それから10年間過ごしましたから、アニメというものを自分に教えてくれた会社ですし、すごいエネルギッシュな、場所だったんで、本当にこう大好きな場所だった、思い出深い場所です。自分は、マッドハウスに入ったら、結果的に、カードキャプターさくらの班に配属されて、で浅香さんの下で、演出を学んだ。入るまで浅香さんのことは存じ上げなかった。で入ってからその作品の素晴らしさ、その演出家としての技量っていうものには大いに影響されました。繊細でリリカルが主体ではあるんだよな。でそれでいつつちゃんとこうドラマだったり、レイアウトだったりがすごくしっかりしてますよね。そうマッドハウスのだからハードなところ、そのしっかりクオリティ高く作るそのハードな部分は受け継いでいるんだけど、そのキャッチーさが乗ってるんですよね、やっぱね、浅香さんの演出には。その可愛かったり楽しかったりっていう、だからこうマッドハウスというそのなんていうか伝統的な技術を背景にしながら、その時のアニメファンが好きな形にそれをこうなんかこう翻訳する側面があったんだと思うんですよ。そのただクオリティ高いだけじゃなくて、それをこうみんなが好きなところにこうなんていうか持っていって披露するっていうんですかね。浅香さんの作品が果たした役割というのはやっぱそういうものだと自分は思います。浅香さんとあとね、カードキャプターさくらでは助監督みたいな位置だったんですけど、高柳正人さんっていう監督さんいまして、その後ギャラクシーエンジェルの監督になる人です。でそのお二人に主に習ってたんですけど、でもね演出し始めの人が習うことって本当に例えばタイムシートにの使い方書き方とか、ストップウォッチをこう、セリフを言ってストップウォッチを止めるんですけど、セリフのどのタイミングで勝ちやってますみたいなとか、こういうなんかこの辺の技術です本当にアニメ作りのこう基礎中の基礎の。でもその浅香さんも高柳さんもその基礎力がものすごい高い人だったんで、そこで教わっといたことはどこ行っても通用しましたし、こんなに綺麗なシート書く人初めて見ましたみたいな、もう単純な話定規を使います。もうそれだけでも意外にやらないんですよみんな。そのタイムシート一つでもこうなんか演出家の誠意ってものが結構伝わるもんですから。でっていったところは浅香さんがやってるのを見て、こんなにやるのかって思って自分はやるようになったことでしたね。浅香さんがそうしろって言ったんじゃないんです。例えばスタジオにいるといいことがあるのは、コピーを取った紙の束がここに一山あるわけですよ。その辺にドンであるんです。で例えばそこには自分が実際に勉強したのはチョビッツの1話だったと思うんだけど、チョビッツの1話は浅香さんが処理やってて全部のカットのシートをつけている。でそのコピーの束がここにある。じゃあもう片っ端から見るわって言って、でこういうふうにやってんだとかちょっとしたことなんですよ。例えば最後のカットで7秒のカットだとする。で TB がコンテには7秒で TB としか書いてない。だけど実際には最後にフィックスが入ってる。じゃあ最後のフィックス何秒入れてるかなっていうところをこう浅香さんのシートを見て、意外に長い2秒あったとか、そういうところをひたすら見てたんですよ。でそれは結構その後の俺の演出処理のほぼ基本になってて、そこを全部その千冊の束から学んだんで、
だからなんか基本的なだから手法は浅香さん高柳さんのものが今でも7割ベースになって、あと3割は自分の創意工夫みたいな、そんな感じですね。結構その制作進行の仕事をやっていても演出絵コンテとか演出の仕事やりたいって俺はアピールが強い方だったんですよね。ほんとちょっとしたことなんですけど、なんか駐車場今週工事あるんで使えませんっていう張り紙を作れって言われるわけです。でそしたらそれをちょっとかっこよかったり面白かったりするものにできるわけですよね、多少は。だからそういうのでなんかこれ誰書いたの荒木ですみたいな、バカかあいつみたいな、大体笑わせようとして書いてたんで、張り紙すぎないんだけど惑星が爆発してなんか人がそこから吹っ飛ばされた人が言ってるとか、そういう分かんないんですけど、だからそういうことしてるうちになんだか面白かったなんだか印象に残ってたみたいでこいつにやらせてみたらみたいな、大体ちょっとした絵コンテの仕事とかぐらいだったらなんかあるもんですから、そういうのを拾ってこれたんで、それで結果的に早めに演出になれたっていうことだと思います。当時の俺特に演出し始めだから絵のクオリティを上げるなんていうこともできないんですよね。そういうことがやれるスキルはないんです。ただ面白いギャグを思いつくだったら20代の前半だった自分は割と有利だったんですよ。今のお客さんが面白いかなって今だったら疑っちゃう。だけど20代前半の人ってそこは恐れを知らないんですよね。俺がそうだったんですけど、なんか俺が面白いと思ってることイコール客が面白いと思ってる、間違いないっすっていう温度でやれたんで、それを信じてたから迷いなくやることが大事だと思いますね。あとギャラクシーエンジェルはだからなんてほったらかしてくれるところが良かったんですよ。失敗してもいいという極端な話。一回だから本当ひどい回面白くもなければかっこよくもない本当ひどい回作ってもいるんですけど、すいませんって言ったら次は気をつけろよって言われるだけで済むんで、それが助かりました本当に。逆にそれほどにチャンスがある場もあんまりないから、ギャラクシーエンジェルは本当に素晴らしい俺を育てた作品だと思いますね。丸山さんのチェックが厳しいんでそれ丸山さんを通せるかどうかがいつも焦点になるというんですかね。で当時の俺は結構シナリオに書かれたことを平然と変えちゃうタイプの人だったんで、ギャグものってのはね、なんかある程度そういう側面はあるんですけどね、シナリオ通りに書くことが必ずしも正義じゃない時はあるんですけど、脚本家さんに失礼な手入れの変え方だったり、つまりシナリオ打ちの場でこの回は何をやろうと思ってこのシナリオを OK にしたのかを察してなかった変え方だった。今の自分だからそういう言い方ができるけど、当時は丸山さんがまた直しを出してきやがったムカつくとかそういうことしか思ってなかったけど、今思うとそういうことだったんだなとは思うんですよ。彼はシナリオが気に入らなくて全部直しちゃうんですよ。でいつもトラブって事実です。彼が僕としょっちゅう喧嘩してたと。そうなんだよみたいな、俺絶対このシナリオより俺のコンテの方がはるかに面白いと思うんですけどとか言うと、丸山さんがお前のコンテの面白さはこれぐらいだとしたらシナリオの面白さはこれぐらいだって言ってそんなにみたいな5倍ぐらいどうしてお前はシナリオ通りやらないんだと。それはお前が面白いだけで俺が面白いと思えないっていうのは説得力がないことだからダメですと、もう一回書き直してこいって。俺も言われっぱなしじゃない方の若者だったんで、これは分かります、これは直しますけど、これはどうしてもこういうふうにしたくてやったそもそもみたいな、みたいなことを言ってると丸山さんがそのうち面倒くさくなってきて、いいからやるよってシナリオ通りにっていう話になるから。シナリオ通りやらなくても面白ければ OK って僕がいつも言うから、ただお前が書いたら面白くない、面白さの質が違うということで、随分今までの子で一番戦いを演じたのが荒木君だと思いますよ。
当時はただただ憎しみばかりがそう最初だから付箋を貼ってこのギャグ必要とかこの話唐突で分かんなかったとかという札をたくさん貼って戻すという方式なんですけど、G のレコンギスタっていう富野さんのガンダム作品やった時に富野さんからその同じように付箋が貼ったものが戻ってきた時にすげえ懐かしい気持ちになったんですよね。こういう風にコンテが来たの久しぶりだなと思って、なんか世代も似てるから富野さんと丸山さんってこれってなんか世代の人の文化なのかなと思ったりしましたね。でもありがたいですよ。ギャグものを最初やり始めて、でそれはもちろん案外やってみたら楽しかったんですけど、でも本来やりたかったのはかっこよかったり怖かったりも含むそういうリアルものの方だったんでチャンスがあったらいいなとね。ガングレイブはそういうものをそっちのジャンルで初めてやらせてもらえた仕事でしたよね。であれはあれですごく愛着あるし手応えみたいなものもあるんですけど、言っても自分の技量が追いついてなかったと思ってて、いわゆるオールラッシュっていうみんなで自分のその回の演出が作ったフィルムをみんなで確認してリテイクを出すみんなで見る場があるんですけど、ガングレイブとかのやつは俺は結構その場で号泣したりしてて、もうこんなはずじゃなかったんですもっとすごいはずだったんだみたいなことをそれでとにかく悔しかったんですよね。でそういうのもあってブラックラグーンはすごい頑張ったのを覚えてますね。ブラックラグーンが俺にだから第9話のロベルタの回なんですけど、その回が自分に与えた気づきっていうのは結構多くて、そうだったかっていろいろ思ったんだよな。つまりね、なんつうのかな、そうだ、それはその後もずっと思ってることなんですけど、クオリティを作るのは天才じゃなくて真面目な人の地味な努力の積み重ねであるっていうことをもうはっきり体感として感じたのが仕事だったんですよね。あれをやった回に天才的な人っていうのは一人もいないと思ってて、なんつうのかな、俺も含めてただ真面目な人が集まったんですよ。で真面目な人の真面目な努力っていうやつを本気で突き詰めるといきなりそのクオリティっていう化け物が出現するんだなっていうことが分かって、それが大きい体験でした。片渕さんは天才ですよ。片渕さんは天才です。でも僕は天才ではないから。だから天才的なひらめきの部分は本当に最後の1割とかだなっていうことなんだよな。9割は地道でしょうがない努力っていうんですか。マッドハウスがすごい作品数が多くなる年だったんですよね、確か。で社内の監督はみんな埋まってて、じゃあ俺にやらせればいいじゃないですかみたいなことを言ったんですよ。その時点の俺ってデスノートを振っていいキャリアじゃ全然ないんですけど、そんなにいないんだったら俺にやらせてくださいよって言ったんですよね。でその場ではそんなバカなみたいな、あるわけねえだろみたいな感じで終わったんですけど、数週間数ヶ月は経ってないかなぐらいになってから改めて呼ばれて、本当にやるって聞かれて、もちろんやりますけどって言ってやったみたいな流れでした。で本当にやるって言っちゃうぐらいにマッドハウスの中の戦力は使えない作品だったんです。あれはつまり作品数が多くて中にいる人は全然やれないよ全く。でもどうせなんていうの、最初の作品監督作品なんてなんていうかね、理想的にやることなんて目指してもしょうがないですから、どうせ失敗するんだしみたいないいから飛び込もうって思って、どんな状況だって言われてもやりますって、普通にやりますけどって言ってたんですけど、キャラクターデザインには北尾さんっていうね、頼りになる方が来てくださったし、とにかく飛び込みましたね。そこはためらいはなかったですよね。絵コンテにこだわってスケジュールを食いつぶし、いわゆる作画以降のフィルムアップまでの時間を自分が食いつぶしてギリギリまで粘った。ずっとね、全部の話数を1ヶ月で作るという
ものにならざるを得なかったわけですよね。でそれはだから俺のせいではあるよな。監督は何のためにいるのかというと、お客の気持ちをこう吸収するためにいるわけですね。だからそのデスノートという作品で、俺が視聴者だったらこれがデスノートのアニメ版だなんて認めないとかいう気持ちが俺に生まれちゃうわけですよね。それが大事なんですけど、でこの回がこんなに雑になんていうの扱われることがあってはならない、この絵でオンエアされることはあってはならんとか、そういうふうにしてなんかこう対処する。例えば具体的にはこれ創作家さんにね、これ北尾さんにごめんなさい、これこっからここまで全部北尾さんが修正入れてくれなかったらこれはもうオンエアできないと思っていただきたいみたいなとか、そういう感じで、あとは絵コンテももちろんこのシーンがインパクトのあるものにならなかったらもうこの回のアニメ化なんかしない方がいいんだよみたいな感じで、絵コンテはこだわりましたね。普通にこだわっただけだけど時間がなかったんで、普通にこだわるだけでも大事だったっていう感じですけど、今のアニメ界の常識だとそれは無理だろっていう期間だったんですよ。これぐらい時間なかったんですよって言うとみんなすっごいびっくりして、そんなに短期間でアニメって作れるもんなんですかみたいな。特にデスノートね、人気がしっかり人気ある漫画のアニメ化ですから注目されますんで、もっと準備して大事に作ってオンエアすると思いますよ今だったら。当時の状況ですね。デスノートをギャグにしてやろうって思ったことは一度もないんですけど、なんていうかっこよくて面白いエンタメを作ろうと思っただけなんですけど、なんかある瞬間だからこう何かひらめいたっていうか、こうなんていうのかな、やりすぎるとめちゃめちゃ笑えるっていうことに気づいちゃったもんですから、なんかフィルム的にも思わずやりたくなって、それをどんどん入れ込むようになりましたね。こうなんか状況はシリアスで真面目なことをみんな言ってるし、人が死んだりしてるし、こう大変なことが起きているにもかかわらず、なぜかこちらに伝わってくる感情がもうあまりの爆笑みたいな、そういう瞬間がデスノートにはあって、それはもうなんていうかな、意識してやりましたね。でもそれ原作にあったからですよ。そう俺が原作からそういうものを読み取ってしまったから、別に読み違いじゃないはずです。だって漫画で俺は笑えたんだからって、だからそこはだからギャグ経験は役に立ったのだろうなとは思いますね。平尾君とはだから要所要所で仕事を一緒にしてて、それが結構こうインパクトのある仕事も多くて、デスノートはだから彼がやった36話というその最終回の1個前の回があるんですけど、それが本当に面白くて、なんだろう、こんなに真剣にやってるのにこんなに笑えるフィルムってあるかなっていうぐらい笑えたのがその36話で、もうデスノートというもののなんか代表する回はその36話ではないかと思ってるぐらい好きですね。ハイスクール・オブ・ザ・デッドも一緒にやったし、その後もちょいちょい一緒にやってる大事な仲間ですよね。橋本君は今も昔も本当にすごい有能なやつですよ。だからマッドハウスにいた若いプロデューサーで優秀だからデスノートにあてがわれたと思うし、で今でもなんていうかな、彼のことはすごいなと思ってますけど、とにかくその時にはただただ喧嘩をもう本当顔を見るのも嫌でしたけど本当喧嘩したことしか覚えてないですけどね。本当だからこう彼もなんていうの、あれが気が重かったと思いますよ、デスノートって仕事は。彼と話しててあまりにもムカついて、一回彼の携帯をガッて取ったんですよ。それでこいつを壁にこうやって投げつけて粉砕したらさぞかし爽快であろうって思ったから手に取ったけど、いやって思って、まだ俺ら人間の頃は残ったからやめて、後ろの段ボールをこうやってバーンって蹴ったんですけどそれで済ませてあげたんですけど、というぐらい対立したんですけどね。でも今となってはいい思い出ですけどね。その後だからこう橋本君に例えば自分の作品で困った時になんかちょっと手伝ってくれないとか彼に声をかけたりすることもあったし、とにかく彼のことはとっても好きだし評価
尊敬してますけど、とにかく当時は仲悪かったですねなんか社内で動いてる仕事の中でいわゆるアニメファン向けみたいな感じでなんかキャッチーなものっていうのがあんまりなかったんだと思う。で丸山さんがそんなに気乗りしてない感じでこれうちに来てんだけどって言ってたやつを俺これやりますって言って、当時はトラドラっていう素晴らしい作品があって、でそれを見て田中正義さんですごい好きだったから一緒にやってもらえませんかって言ってやってもらえたし、でなんなら背中合わせでなんていうか結構しっかりがっつり組んで仕事ができたからハイスクール・オブ・ザ・デッドはやっぱ田中正義さんと一緒に仕事した、ね、思い出として強烈でしたね。いや田中さんすごいんですよってなんか知ってると思うけど絵がうまいだけじゃなかったから現場掌握力が結構あったんですよ。例えば監督の演出方針みたいなのをちゃんと分かってだったらこの方がいいって逆提案してくるとか、あとはその下のアニメーターさんたちに対してのなんかもっとこうした方がいいよっていうなんか話に行くそのコミュニケーション力とかも含めてものすごい強くてこんなになんかオールラウンドに強いこの人は出世するだろうなってあっさりその通りになりましたけど、すごかったです田中さんは。ザック・スナイダー版ドーム・オブ・ザ・デッドゾンビものですから当たり前だけどロメオ版のというかゾンビ映画はすごく参考にするわけですね。もともと原作も参考にしてるしで、そこをプラスなんかアクションのけれん味であるとかスピード感っていうところまでがあるのがザック・スナイダー版のドーム・オブ・ザ・デッドで、それはなんかその後もアクションものにおいては俺が好きな映画の代表としてそれこそ「進撃の巨人」の打ち合わせでも割と出してますしなんか色とかも含めてねリアル感とスタイリッシュさ、けれん味みたいなもののバランスが素晴らしくいいと思ってて、だから自分大好きな映画なんでよく上げてました。でハイスクール・オブ・ザ・デッドの仕事の中でもしょっちゅうこれみたいになりたいみたいなことは言ってましたね。意外にだからアクションよりその前におっぱいって言ってた作品なんですけど、あれはだからおっぱいを大事にする作品だったからそれでなんかおっぱいで一芸見せてくださいとまで各話の人に言ってて山本小夜にも言ったし平尾君にも言ってで平尾君がなんかすごい片乳ずつ球を避けるっていう素晴らしいことを考えたんで本当にバカだなと思ってでもだからそういうのをなんかやっぱなんか現場が元気になるんですよね。ちょっとそういうなんかちょっとしたなんていうか遊びがねあると。でどうせ作るのが大変な作品だっていうことは分かってたんでそういったなんかちょっとしたなんかおふざけ的な息抜きに現場的になればいいなと思ってこれ実際そういう感じになったし良かったですよ。アクションのところは俺は畳みかけてギュッて尺をギュッとしちゃう。結構短くパンパンカットを変えちゃってで溜めるところは例えばスローであるとか溜めるところは長くそしたら尺の緩急ですね、そうだ尺の緩急を一番気にしてこれはでもハイスクール・オブ・ザ・デッドに限らないですその後も全部そうですけど、それが一番自分がこだわってる部分だし多分それってでもマッドハウスで川尻さんのフィルムとかがそういうふうに俺には見えたからそうやってるんだと思います。なんていうかスローで溜めるところと畳みかけるところのスピード感の緩急は普通の人が思ってるの倍ぐらい極端がちょうどいいなとかそういうことを思ってたんですよね。だから俺もそういうふうにしようみたいにして。絵コンテで思わず1秒って言って短いカットだと思うでしょ。違う川尻さんだったら6コマですねこれはそんな感じのやつですね。ここはだからマットから教わった、受け継いだ部分じゃないのかなって思ってます。これはでもねマットが嫌になったとかではもちろんなくてオリジナルの作品の監督をやるっていうのは、アニメ界に入った人だったらまあ目標として自然に持つものなんですけどでただそのチャンスはなかなかないものです。で少なくとも当時のマッドハウスでいうと原作ものの監督の仕事はやれるけどオリジナルの作品の監督が
来ることはないなって感じだったんですよ。で、その時にそのプロダクション IG の、ここのウィットスタジオになる前身の会社ですけど、プロダクション IG のロッカというところのプロデューサーの中竹さんって人、中竹さん和田さんが、自分たちがオリジナルで作品を作ろうと思っているんだけど、なんていうかどうですかって、よければ協力してくれませんかっていう話が来たんで、だからそれがいいタイミングだったんですよね。自分もその原作ものとして監督を3つぐらいやったかで、そろそろオリジナルがやりたいなと思っていた時だったんで、それをきっかけで出ますっていうことにして、っていうのが理由でした。ギルティクラウンですよ。結果的にそれはギルティクラウンになる仕事ですけどでしたね。でもその後も丸山さんとはなんていうかいつもちょいちょい話をするし、なんていうか良好な関係だと思っているのですが、みたいな感じですね。いる時には分からなかったんですよ。で出てみて分かったことっていうのはいろいろありますし、で要するにたくさん作る会社だったんだなっていうことは思いました。これもでもマッドハウスはずっとそうだったわけじゃなくて、多分90年末から2000年代に入ってマッドハウスという会社は、たくさんの作品を作る会社になって、でその時代になってから入ったので自分は。で、そして他の会社と比べるとちょっと無理してでもたくさん作る方なんだなっていうことを思いました。それはそれでなんていうか一長一短、そういいこともあり悪いこともあるんですけど、でもやっぱいいところもたくさんあると思いました。刺激的な場所でした。Our interview with Tetsuro Araki comes to an end. Did you enjoy learning more about the beginning of his career? In the next episode, we interview Ryosuke Nakamura, a director known for his work on Studio Madhouse's series in the 2000s, such as Monster, Nana, and Hajime no Ippo. Ryosuke Nakamura has made a name for himself in the anime industry by directing works such as Psychic School Wars and Grimgar, Ashes and Illusions, as well as openings to many fan favorites such as Made in Abyss and Your Lie in April. But before that, he got his start at Studio Madhouse, working on cult classics such as Hajime no Ippo and Monster, before making his director debut with the eerie and intriguing series, Moryo no Hako. Let's dive into the mind of this genius. はい、演出と中村のいきなり間違えた演出と脚本やっている中村です。マッドハウスには1999年からちょうど10年所属しました。A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? 児童文学のサークルで一緒だったんです。そこで出会いました。で、彼も児童文学が好きで、僕もすごく児童文学が好きで、活動としてはその面白い児童文学をそれぞれが紹介して話すっていうだけのねサークルだったんですけど、そこでさまざまな児童文学について話すと、児童文学ってアニメーションになってることも多いから、でアニメの話にもなって、で僕は実は大学に入るまでほとんどアニメって見たことがなくて、アニメーションっていうものに抱いてるイメージってドラえもんとかサザエさんとか夕方に放送してるようなアニメだったんだけど、アニメしか知らなかったんですけど、そこで初めてアニメって深夜にやってるような作品だったりとか OVA だったりとか昔の劇場だったりとかで素晴らしい作品がいろいろあるってことを知ったっていう感じでした。2つ印象に残ってた作品があるなと思いまして、一つは佐藤純一さんの魔法使いタイっていう OVA のシリーズ。実はね、その作品見るまで OVA っていうものがあるのも知らなかったんだけど、こういうつまり放送してるアニメ以外にこういう作品も作られてるんだなって思いました。でもう一つはね、もう誰もがね知ってると思うんだけど、エヴァンゲリオンが
で当時はね、放送はもう終わっててレンタルで見てたんですよ。で僕は20話で1回止まってたのね。でその後事情を知ったんだけど、21話から先でその作り直したいところとかがあって、で後々それが劇場版になってったりしたんですけど、僕からすると20話まで見てすごく面白いなと思ってて、俺先はどうなったんだとでいつまでもその21話目がその店頭に出ないから借りられないっていうね、僕にとってそのエヴァンゲリオンの思い出はねそういう感じでした。そういう深夜にねやってるアニメを初めて見た時に思ったのは紙芝居的だなとは思ったんですよ。これ正確な言い方かな。だからね、最初そのエヴァンゲリオンとかもそうなんですけど、動かすポイントを絞ってるアニメーションの見方が最初よく分かんなくて、最初はねちょっと違和感があって入りにくかったんですけど、見てるうちに動かすところを絞ってるせいでかえって映像で伝えたいことの意味がより強く伝わるなって思うようになったんですね。そう感じるようになったんです。でその表現のメリハリっていうんでしょうかね、そのたくさん動かせないっていうことを逆手に取った、だからこそそれを生かした表現っていうのが面白いなと思って、これが最初に多分アニメに感じた自分の面白さだと思います。もともとね全然考えてなかったんですよ、アニメの仕事やるっていうのは。で自分の個人のね、その自分が得意としていることでいうと、自分はね文章を書くことが得意だったんですね。でその当時ねなりたかったのがねスポーツライターでね、若いから、思い上がってたことにそれは自分はねいつでもできると思ってたんですねこれは俺は得意だからスポーツライターにはいつでもなれるだろうと。それまでの間他の自分が見たかった業界見に行こうと思ったんですよ。それがアニメだったり、その実写の映画だったりゲームだったり、イメージとしてそれぞれ3年ぐらいずつ見てでいろんな人と会っていろんなことも学んで、それでスポーツライターになったらいいかなってね思ってましたなんですけど、最初に見たアニメの現場がとっても面白くて、とっても面白い場所だなと思って、今でもそのアニメを作るってとっても面白いことだなと思ってるし、だからこんなにも長く続けてしまったんだけど、入った当時はこんなに面白いもんだとね思ってなかったんですよね。だから本当に大学の頃はやりたいと思ってる職業でいうと、そのアニメーションの仕事っていうのはもう実は全然リアリティがなかったんだけれども、まさかねこんなに長くやることになるとはねっていう、そんな感じです。でマッドハウス、アニメ業界に行くならばディレクター志望だったんですね、僕は。で演出になりたいなと。その平山くんが調べ物してくるとか僕よりずっと得意だから、マッドハウスっていう会社は俺は演出になりやすいと思うとでそんなことよくわかるなと思うんだけど、でもね実際になりやすかったんだよ。本当にこの3年ぐらい見に行ってみたいぐらいの気持ちだったから、入社のための面接があったんだけど、マッドハウスの作品で好きな作品は何ですかって言われて、やっば調べてないなと思って、これは落ちたかなと思って帰ったら多分人手が足りなくて、面接で受けた人は全員後から聞いたら全員合格だったらしくて、それでマッドハウスに入ることになったっていうね感じです。でもね僕らの世代って撮った人たちもこんなに長く残ると思ってなくて、やっぱアニメの会社ってもう辞めちゃうことの多い会社ではあったから自然に減るだろうと思ってたんだけど、僕らの世代の人間ってなかなか減らなくて、やることもないまま暇でだからねかかってきた電話を取るぐらいしかやることがなくって、しかもね自分たちの席もないのね。だからその辺立ってうろうろ歩いてるんだよ、何やることもなく。で電話かかってきたらポロパシって取るからだんだんですね電話をいかに早く取るかみたいなゲームになってきて、でここで平尾くんが気づいたんだと思うんだけど、電話はプルルって言う前に先に光るんだといや今もう素晴らしい作品いっぱい送り出してる平尾くんがまだ20歳の頃の話ですけど光るんだと。なんで光ったらもう取れば誰よりも早く取れるんだと。でも誰よりも早く電話取ってもしょうがないんだけど
俺たちねそれぐらいやることなかったんですよ。でその時にそのマスター・キートンって当時放送が終わって、でパッケージ用の追加話数っていうのを制作してたんですね。でそのうちの1本の話数をそのマスター・キートンのある制作の僕の先輩の方が回してたんですけれども、ある日来なくなっちゃったんですよ会社にね。でみんなどうしたんだろうと思って机の引き出しを開けてみたら辞表が入ってたんですよで困るじゃないですか、その制作ね。そういうことになったんで、じゃあ中村お前が引き継げって僕言われたんですよでそれがね入って半月ぐらい経った時のことでした。途中の話数だけどお前が進行で引き継げって言われて、これやることできたわけじゃないですか。嬉しかったですよすごく。でみんないいないいなって言って、で進行ってどうやってやってんのみたいな感じで、なんならちょっと手伝ってくれたりとかしてね、その人をどう育てるかっていうこともきちんと決まってるような会社ではとっても起こらないようなカオスな状況でして、でもだからこそ人が育ったかもしれないなって今思えばね思うんですけど、何にせよちょっと僕が最初進行したきっかけはこんな感じでした。そうだ、今思い出して自分にとってとっても貴重な経験だったと思うのが、マスター・キートンはねまだセルだったんですよ。でセルからデジタルになっていって、アニメーションの表現の幅が飛躍的に広がっていって、でそれはね表現としてねとってもいいことだと思うんだけれども、一番最初そのセルアクリル絵の具で描かれた背景の上にセル画を載せて一コマ一コマ撮影していく、実際一コマじゃなくて2コマか3コマぐらい撮影していくけれども、それでアニメーションっていうのができているんだっていうのを見られたことはもうとっても幸運なことだったと思います。あれが見られて本当に良かったと思ってます。初めの一歩が初演出っていう人が僕ら以外にも、僕らの何代か前の先輩方、増原さんとか川村さんとかもそうで、要するに初めの一歩の西村監督に新人がたくさん託されちゃってたんですね。だから西村監督ねとっても大変だったと思うんだけど、根気よく僕らの面倒を見てくれて、幸い本当にそこからいい演出がいっぱい育つことができたんじゃないかなとは思ってます。いや本当ね、西村監督にはいつか何か恩返ししたいですよ本当に。西村監督って面白いなと思ったのが、編集するじゃないですか。まずね原画レイアウトラフ原ぐらいまでなってたのを紙で撮影したものを定着に持っていくわけですけれども、それって例えば翌週ぐらいに声優さんがアフレコするわけじゃないですか。で監督がチェックするついでに多分ね僕以外の人にもやらせてたと思うんだけど、一人アフレコしろって言われるんですねその演出がどれだけその話数を自分の中にきちんと入れてるかっていうか消化できてるかっていうことを見たかったんだと思うんですね。で西村監督曰く僕はめちゃくちゃ熱演したらしくてですねキャラクターごとの口調とか変えながらめちゃくちゃ熱演したらしく、お前の思いは分かったって言ってました多分もう演出としてはまだめちゃくちゃ下手くそだったと思うんですけど、思いは分かったと、そう言っていただけて嬉しかったです。僕も制作進行とか演出助手とかそういう仕事をやってたと思うんだけれども、脚本の仕事もねどういうものなのか興味があったから、僕入ったきっかけのところでも話しましたけど、何でも興味があったからでもう見てみたかったんですね。脚本どういうふうに作ってるのかなと思って、初めの一歩はとっても原作がよくできている仕事だから、新人の脚本家が脚本の書き方を練習する上でとってもいい作品だっていうふうに丸山さんが思ったっていうことですね。で僕だけじゃなくて何人も脚本家志望の若くて制作やってるような子とか、書きたい人だったらもうどこからでも来ていいよみたいな感じで一歩の若手脚本チーム、それをシリーズ構成の浦畑さんがまとめて、だから演出における西村さんみたいな立場が浦畑さんですね、脚本の場合はね。でそれでかなりの本数書くことになりまして、で自分自身が原作をねそのまま引き写しているように一見見えるんだけれども、でもどういうふうに一つの話数としての起伏を作ってセリフをねあんまり足したりはしないんだけど、どう密度の調整
していくかみたいなこととかもとっても勉強になったし、そもそもやっぱとっても優れた作品だから、初めの一歩は物語として。でそれがどう優れてるのかっていうのを自分自身が書くことですごくその学びになりましたね。だからすごくやってよかった仕事だと思います。その後何本も演出するのはあれなんですよ、花田少年誌、すみませんすぐ出なくてタイトルが。これもね、もう原作もとってもいい原作で、その監督の小島さん、キャラクターデザイナーの金森さんというそのコンビがもうめちゃくちゃハマってて、もう僕もやりながら花田少年誌が大好きでしょうがないというか、はい。でその花田少年誌の演出やるときに最初ちょっとね丸山さんにやっぱ止められたんですよ。でお前は演出向きじゃないと。でそれはなぜかっていうと僕はね絵が全然うまくないんですね。最初全然描けなくて例えばね荒木くんとか平尾くんなんて僕初めて見た時からもう全然めちゃくちゃ絵がうまかったですよ。荒木くんなんてもう全然アニメーターでもいけるんじゃないかなっていうレベルだったと思うんですよね。でそれに比べるとだからね僕の絵っていうのはなんて言ったらいいんだろう、その好きで描いてきましたみたいな人のレベルにも全く到達していない、もう何が描いてるのか分かんないレベルの絵しか描けなかったんですね当時はね。でなんでもうそれだとマットハウスで演出やっていくのは厳しいと、だからお前は文章の方が得意に見えるからお前はその脚本の技術を磨いて浦畑さんの後継ぎになれと言われたんだけど、お断りしますとで演出が面白いなと思ったんで演出やってみたいんですっていうふうで、花田少年誌の演出にも誘ってもらえてるからそれやりたいんですって言ったらもう勝手にしろって言われてまあそれで花田少年誌に入ったっていうね感じでしたね。僕はやっぱ小島さんの演出が大好きで優しいんですよ、とても小島さんの絵って。なんかねこう描いてる人のね優しさが伝わってくるんですね。で絵で例えばマスター・キートンの物語とか見せると絵コンテ読んでるだけでもなんかちょっと涙うるってきちゃうなみたいなね感じなのね。でなんかねでもねそれが例えばこうお客を泣きに持っていくためにすごく押すみたいな感じじゃなくて、すごく品がいいバランスで見せていくっていう。あとねその脚本からは感じ取れないようなその人間の心の機微みたいなことをその微妙で繊細な感情とかを脚本ごめんなさい絵コンテの小島さんの絵コンテからは感じるんです。でそういった部分が当時のね若い頃の自分にはそれが正体が何なのかよくわからないけれども好きだった。で今ならもっと正確にいろいろ言葉にすることができると思っていて、例えば小島さんに最も似た演出家でいうと今ならクリント・イーストウッドと思うんですけど、なぜ小島さんの演出が自分がそんなにいいと思うのかを自分が知りたくて、小島さんにちょっとずっとくっついてたみたいなね、そういう感じだったと思います。僕はね師匠だと思ってます。で特にじゃあ今日から師匠と弟子でやりましょうっていうことを話したことは一度もないんですよ。でも僕が一方的に師匠だと思ってるっていうだけのことなんですね。でも小島さんもでも別に俺は別に師匠なんかじゃないよって言いながらも何くれと僕の面倒を見てはくれたなと思ってるんですけど、もう何年もね僕の席のすぐ後ろの背中合わせのところでこう背中と背中がくっつきそうなところでずっと小島さんが仕事してるわけだから、もうその中からもう僕はめちゃくちゃたくさん盗むことがあったんですよ。だから僕の演出は誰から一番学んだかって言ったらもう間違いなく小島さんからだと僕は思います。あれも物語として完成されてるからそれ絶対の不分律として原作のセリフを変更してはいけないっていう決まり事があったんですね。まあ削っちゃう場合はあるんですけど、分量の場合とかでそのぐらい素晴らしい作品だからそのセリフを変えようと思う前にそのセリフを有効にどう聞かせるかっていうことを演出として考えるべきだっていう考えがあったんで、その丸山さんと小島さん以下、あと浦畑さんかな、以下シリーズ構成またそっちの浦畑さんですけども、それ以下そういう方針だったのだと思います。モンスターの漫画ってかなり映像的な作りになってるんですね。これは演出ってたった一個の正解がある話じゃないので、実はこれも小島さんの口癖だったんだけど、これ僕の考えとして聞いていただければと思うんですけど、一見するとコマをつなぎ合わせていけば映像作品になりそうに見えるんですよ。でもね本当はそうじゃないんです。なぜかっていうとその漫画の演出、あくまで漫画の演出の中で映像的なニュアンスを加味したとても優れた漫画で、
あって、その映像の一コマ一コマではないんですよ。でつまり僕が演出としてやらなきゃいけないことは、この原作が大事にしている映像的なリズムであったり、映像的な演出であったり、映像的な見せ方というものを映像作家として自分なりに再解釈して、でもう一回形にすることで、なんでこれが僕がモンスターの絵コンって書いたり自分が演出するときに必ず自分に課してたルールとして、原作とちょっくり同じコマは絶対に1カットも作らないと。これね本当は作ってもよかったと思うし、小島さんなんかは効果的に原作と同じコマを作ってたんだけれども、僕みたいなまだ経験の浅い演出家にとっては自分自身にそういうルールを課さないと、やっぱ、ね、それぐらい原作の説得力って強いから、ついついねそれに引きずられてしまうんですよ。だから僕の場合はこの原作の絵は絶対使わないんだけれども、でもその原作の本来持っている良さっていうのをそれ以上に映像として表現するっていうのを自分に課したミッションとしてずっとやってました。でもね多分ね一番最後に演出した話数だと思うんだけど、そのグリマーさんがね死ぬその話数の時はねもう何度も何度も原作読んで、もうこれだけは原作のコマのままやろうと思ったところが2箇所あって、それはグリマーさんがその感情をなくしてしまったグリマーさんっていうキャラクターがその激怒してもう一回感情を取り戻すところと最後死ぬところ、この2つはこれは原作のコマを上回る映像は自分は作れないと思って、その2箇所はそのまましました。ちなみにね打ち上げでこれ自慢していい打ち上げでね浦沢先生が最も印象に残った話数としてその話数をねあげてくれました。もう本当に嬉しかった僕は、はい、僕の思いが届いたのかなって思ってました。今だったらもうちょっと自然に通りやすい話だと思うんだけど、当時その息子がねちょうど2歳ぐらいだったのかな。で少し子育てして仕事離れて子育てしたいんですよねって言ったらみんなって言ってたでも僕にとっては結構かけがえのない時間っていうか、やっぱその子供が生まれてその子育てをどう考えるのかなって思った時に、やっぱりなんかその全く自分が経験しないまま知らないまま行っちゃうのは嫌だなと思ったんですよ。これまた今日僕何回言ってるんだろう。それで経験してみたかったんですよね。だから妻看護師なんですけど、妻にそこからフルタイムで働いてもらって、でその代わり僕が家で主婦やるっていうスタイルで2年ぐらいやってました。辞める前に「お前そんなことしたら難しくなるぞ」っていろんな人に言われて、でもなんなら丸山さんにも言われた。その話そういうふうになんか休むんだってなって聞いたぞって言って、でもそうすると監督には目指さないっていうことなんだけどいいのかって言われて、いや目指さないっていうことじゃないんだけど休みますって言ったと思います。毛量の箱って実はねちょっと前任の監督の方がいらっしゃって、でちょっとその丸山さんとの折り合いが悪くなって降板されちゃったんですよ。で引き継がなきゃいけないんだけど、引き継ぐ時にはだからちょっともう時間もない中でのことになるから、その社内の人間でよく分かってる人間の方がいいだろうってことで、ちょうどちょっと空いてた人間としてその力量的には中村がやれるんじゃないかっていう押してくれた人がいたんだけど、丸山さんはいやそんな子育てするって言って2年休んでるやつに監督みたいなその心身に負担のかかることは任せられないだろうって言ってね随分反対したらしいんですけど、丸山さんのことを押し切っちゃってなんか僕を、監督にっていうことだったらしいんですよね。でも丸山さんは終わった後にお前はよくやったって言ってすごい褒めてくれましたけど、もともとやる前は反対だったっていうことなんです。でそういう事情だったんで、実はねもう前の監督が打ち合わせした絵コンテっていうのがもう何本か上がってたんですねその時点で。でしかもね書いたメンツがすごくて、で僕の師匠の小島監督とあと浜崎さん、浜崎弘さん、浜崎弘さんから読み方ごめんなさい、浜崎さんと浅香さん、もう全員レジェンドやんけみたいなその人たちのコンテを俺にどうしろとみたいなレベルのものすごく素晴らしいコンテが上がってたんですよ。でもねそれは普通にシナリオだけ解釈したらどう絵を作ったらいいのか、つまり絵を作った上でさらに一本のストーリーとしての起伏をどう作ったらいいかが非常に難しい作品だったからなんですよ。なんでそういう監督級の人にコンテを任せて、その人たちがどういうふうにそのミッションをその課題を
クリアしてくるのかっていうのが作品のためになるだろうっていう、多分これ丸山さんの采配だったんじゃないかなと僕は思うんだけれども、それがねめちゃくちゃ僕はその後助かりました。アニメーションなんだからちょっと途中から何かその現実の理屈をカメラが超えてってったりとか、いつの間にか現実と空想の合間が境目になってカメラがずっと空想のシーンを映してるみたいな、その現実と空想の世界の境界が曖昧であることが毛量の箱っていう作品の面白さにつながっていて、それは例えば浜崎さんならば全く違うパターンでそれを考えてくるし、で浅香さんは小島さんも全員違うパターンで考えてくる。これが作品の豊かな個性になった上に、しかもねラッキーなことに僕は先にそのお三方の根底をね見ることができたんですよ。でそんなこと考えるんだと思って、それでじゃあ俺ならこうするかなと思って書いたのが自分の1話だったり最終話のコンテっていう感じなんですよね。だから毛量の箱の演出的に見たらなんでこんな高度なことやってるんだなみたいなことはもう僕一人の力では全然なくて、そのお三方の力なくしては、あと各話演出として入ってくれた先輩方の演出の力のある人たちがばっかりで、そういったことにもすごく助けられた作品で、もう1本目の監督作品で、こんな恵まれた環境でやれたっていうのは本当運が良かったなって。浅香さんのコンテで僕がね一番ハッと思うのは言葉で言うとすぐ出るんだけど、詩情っていうポエティックであるっていうこと。でもねもっと言うとウエットにポエティックなんじゃなくて非常にストイックさを感じるポエティックさなんですよ。これが出せる人ってなかなかいなくて、部分のアイデアやそういったさっき言った現実じゃない世界にどう入っていくかで、その世界をどう見せるかであったりとか、その中での尺の使い方であったりとか、本当にここの部分がそうですとは、言えないんだけど、全体としてそういう効果を生み出すっていうこと。ガンスリンガーガールっていう作品の時に1本だけ演出を手伝っていて、その時にやっぱね浅香さんの演出がもう本当今言った意味でストイックなポエティックさが本当にすごいなと思ったんだよね。例えば雨の中で、例えばクライマックスのシーンで、ある人物が銃口を突き続けるみたいなところで、例えばこの降ってる雨をどう見せるのかみたいなこととかがもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。でその時のやっぱ印象のままっていうか、で毛量の箱でもやっぱり浅香さんってそういう作り手だなっていうふうに思わされる絵コンテ、だったなと思います。田島さんのエピソードはね僕の中でツインピークスっぽいなって思ったかな。やっぱそう思います。小島さんってデビッド・リンチ大好きなんですよ。でもやっぱり何本か見ていて、でそこから感じるなんて言ったらいいのかな、ある種の不条理感っていうか、僕の中ではあんまり小島さんらしくない、でもだから悪いってわけじゃないんだけど、小島さんらしくない、でも小島さんはこういうことも好きだったんだなっていうような、別の小島さんの面を知るような、作品でしたね。絵コンテでしたね。毛量の箱のキャラクターデザインの時にクランプさんの原案と西田さんのキャラクターデザインに対してクランプさんが納得いってないっていう話がねやっぱあった時に、浅香さんとはねやっぱ相談したんですね。で僕ね一番最初の実は僕の態度っていうのは、キャラクターデザイナーが描く絵が作品の正義ってことにならなかったら何が正義なんですかと。だから丸山さんに対して僕は言ってちょっと強硬すぎる感じではあったと思うんだよね。で浅香さんとちょっと話した時に、でも俺はだからカードキャプターさくらの時に大川さんとずっと長くやってきたけれども、大川さんっていうのは全然話が通じないような人じゃないし、大川さんクランプの大川さんっていう人のことは信頼していいと思うよって浅香さんが言ったんですね。それ聞いてからそうか、クランプさんその大川さんがちょっとこの今の現状の西田さんのキャラクターデザイナーで納得いかない部分があるっていうんだったら、もうちょっとそれがどうしてなのかで、どういう部分が最初の原案のイメージと違うと感じてるのかみたいなことをもうちょっと繊細に自分も拾い上げなきゃいけないなって思って、ちょっと最初の態度を反省しまして、だったらじゃあ大川さんに話聞きに行くかってことになってちょっと連れてってもらって、そのクランプさんが当時一軒家でねクランプの皆さんが集まってお仕事してる場所だったんだけど、そこで大川さんからお話聞いて、やっぱね直接話したらやっぱなるほどなと思ったし、浅香監督が浅香さんが
すごく信頼できる相手だよって言ったのも分かりました。で折り合いをつけるっていうとちょっと前向きな言葉じゃないけれども、その僕たちの新しい毛量の箱をどう作っていくのかっていうことを、西田さんと、なるべくできる限り自分にできる限り真摯に話し合って、西田さんも途中で自分のキャラクターデザインのここは守って、でもここは新しい方針で変えていきましょうっていうことに納得してくださってからも、西田さんらしいパワフルさでもとても素晴らしい仕事を残してくれて、関わった皆さんにとってはね、終わってみればいい作品になったんじゃないかなと思います。それは嬉しいです、監督としてはとても。各自なんか一つ日本の古典を1個選んで、それとジャンプの漫画家さんがキャラクター原案書いてくださるから、それとの掛け合わせで自由になんか個性発揮しろみたいなニュアンスのね、プロジェクトだって聞いてました。井上武彦さんでその短編は菊池寛の温州の彼方にで白黒でやりたいって言いまして、そしたらそれはちょっと折り合わなかったみたいな話で、でも例えばでも走れメロスがやろうかって言ってて、でまだ手を挙げてない人いるんだけどどうだって言われて、でテニスの王子様の好みさんがキャラクター原案書いてくださるよみたいな話で、いや面白いんじゃないですかねと思って、でそれをメロスをそのままやるんじゃなくて、メロスはね実はね沖浦監督が監督じゃないな、監督は別の方で沖浦さんがキャラクターデザイナーですでに映画化したことがあって、メロスの話をそのままやるんじゃなくて劇中劇でやるっていうことでよければやりますみたいな話を確かした覚えがありますね。青い文学についてはね、僕以外の人たちがみんな苦労してるのはね、なんかちょっと聞いてはいて、なんか大変なことになっちゃってるなと思ってて、だからね実は放送順で言うと僕がね本当にメロスが一番最後だったんだけど、ちょっと石塚さんのやつが丸山さんとの間でなかなか OK が出なくて苦戦してるから順番入れ替えてあげてって言われて、自分が一から立ち上げたプロジェクトであるメロスにはすごく思い入れがあって、前後編とも自分がコンテンツ絶対やりきろうと思ってスケジュールを割り振ってたんですね。なんで結構ね放送の1ヶ月ぐらい前に急に放送が前倒しになるのはすごくね焦りました。本当最後ギリギリで、毛量の箱だから途中から入って自分にとってはとっても思い入れのある作品で、でもとても時間のない中で作った作品ではあったんで、なんかもうちょっと自分自身が全部をコンテンツして全カット自分が演出チェックしたらもうちょっとこういう風にできたかなと思うところもあったんで、その思いをぶつけたのが僕にとっては青い文学のメロスで、でも多分ね青い文学のねラインナップの他の皆さんとの温度感でいうとなんか俺だけ多分頑張りすぎた、頑張りすぎたかもしれなくて、ちょっとなんか浮いちゃってたらすいませんみたいな感じではあるんですけど、自分にとってはとても思い入れのある、作品になりました。せっかくだから覚えてるまませっかくの話すると、監督の仕事これ社員だから次にこれやれっていうふうに言われたんですよ。でもね僕ね断ったんですね。で断ったんだけどすごくいやどうしてもやれって言われて、でその時にねすごく監督とは何かってことをね丸山さんとの間で話したんですね。で僕の考えは社員だから各話演出だったりとか、あるいはどのようなヘルプとかでも必要な状況があれば何でも自分をやる気だし、でなんならそういう作品を手伝ったことがすごく面白かったり勉強になったなと思うことがとっても多いから何でもやるつもりなんだけど、監督作品だけはやるかやらないか決めさせてくれと言ったんですね。であと頻度かな、そんなに頻繁に監督やりたくないと、自分はだからそんなに次々と監督作やれるようなタイプじゃなくて、もう少し考える時間とかじっくりあって期間を空けながら作りたいっていう話したんですけど、社員なのには何を言ってんだっていう話になりまして、だったらやめますっていう話になりまして、それで僕はやめました。僕が知ってるのは本当にたかだかその10年なんで、もうマッドハウスってもうとっても長いじゃないですか。で偉大な先輩たちがいて、僕が知ってるマッドハウスっていうのはねまずねさっきちょっとカオスっていう悪い意味で言うとカオスなんだけど、でもね逆に言うとねどんなこともね受け止めてくれる、そういう懐の広さがあったなって思います。
だから僕みたいな普通ならばアニメ業界でやっていく上に必要だと思われるスキル、その絵を描けるとかそういったことが何もないまま入ってきちゃってるし、あとちょっとインタビューとかでもついこう熱心に話しすぎてるかもしれないんだけど、実を言うとあんまり空気を読むのが得意じゃないみたいなね。他の人と比べて僕だけすいませんの温度感違ったら申し訳ないんだけど、あんまり空気とか読まないみたいなところで、業界にあんまりね適性のない人間にね見えたと思うんだけれども、でもそんな僕のことも面白がってくれて、こういう風な使い方でやったらなんか面白い仕事するんじゃないのみたいな風に僕のことを受け止めてくれたなと思います。でその同期にもやっぱとても素晴らしい、僕は友人って思ってますけど、はい、友人たちがいて、でなんだろうな、その仕事する中でも本当に学ばせてもらった、だから僕にとってもね感謝しかないですよね。そういう意味でもうあの時期の僕のいたマッドハウスの10年間はもうマッドハウスはねもう本当に素晴らしい会社だったと思います。あんな奇跡はもしかしたらそんなにないのかもしれない。で僕らの世代ってだから演出とかもあんなに育ってて、演出ってどうやって育てるんですかって言われるんだけど、いやー別に誰も手取り足取り育てられませんでしたよって、いやなんならみんなで電話取る競争とかしてましたみたいなそういう話になっちゃうんだよ。でもねなんかね人が育つ現場ってなんかねこう教えるシステムが整ってるから育つみたいな簡単なことじゃないのかもしれない。なんかねそんなことを思わせるスタジオでした。それが僕が思うマッドハウスです。 Our interview with Ryosuke Nakamura comes to an end. In the next episode, we highlight a very successful director who conquered the hearts of fans with anime such as No Game, No Life and A Place Further Than the Universe, Atsuko Ishizuka. 私はもともとそのイラストとか絵を描く方しかやったことがないから、アニメーションのシステムなんて知らないので、だってこれが綺麗なんだもんって言って、こういう風に表現したいんだよってやってるうちにいつの間にかルールを破っていただけです。でその中から選んでこれがいいって試しにマッドハウスに行ってみたら、じゃあ勉強のために行っておいでって言ってくれたんですよ。自分の会社の中のプロジェクトがあるにもかかわらず。すごくないですかマッドハウス。7はね忙しすぎて、あまりに寝れなすぎて、食べれなすぎて7キロ痩せました。7だけに。あ、これ日本語でしか通じない。うまく訳してください。A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? マッドハウスの石塚敦子です。ヨーロッパの方とかですと、例えばノーゲームノーライフとか、あと空よりも遠い場所、最近ですとグッバイドングリーズというオリジナルの映画を作らせていただきました。よろしくお願いします。An art university graduate, Atsuko Ishizuka first worked in independent animation before quickly joining Studio Madhouse, where she remains to this day. There, she learned the ropes as assistant director on Nana and attained worldwide success directing hit anime No Game, No Life and A Place Further Than the Universe. For this episode, we hear the story of one of the most beloved directors of today's Madhouse. 実は私その個人でアニメーションを作っていたのも、別にアニメが好きだからアニメを作りたいから作るっていう感覚ではなかったんですね。どちらかというと、その自分に何ができるかわからないっていうことを大学時代に一生懸命探っていった時で、たまたまそのパソコンを手に入れて、でたまたま美大だったので絵を描くことが好きだし得意だし、で物語を読んだり書いたりすることも好きだったし、小さい頃からずっと音楽に触れてきたっていうので、その要素を全て合体させて自分に何ができるかっていうのを試してみたら、それがアニメーションだったんですね。でもアニメーションのことを何にも知らないから、例えば個人でアニメーションを作り続けている人がいるっていうことも知らなかった。アニメって言ったらテレビで見たことがあるドラえもんとかサザエさんとかああいうやつだって思ったので、だったら
そういう会社を探そうっていう考え方だったんですよ。だから自分は作家だとも思っていなかったし、自分ができることと知っていること、得意なことを組み合わせたらテレビで流れているアニメーションもしかしたら作れるかもしれないっていうので、この世界に飛び込んだっていう流れなんですね。なので実際にこの商業アニメの世界に入ってみるとすごく個性的だって言われるかもしれないですけど、私は実はそういう自覚は持っていなかった。今でもあんまり持ってない。ただ他の人たちとそのアニメに関する最初の捉え方が違うっていう自覚だけはあります。私は実は仕上げも含めてデジタルの作り方しか知らないんですよ。そのスタジオに入った時にはその昔使っていたセルだとかその紙で描いていたものっていうのがちょっと棚の上に埃をかぶって残っていたりはしたんですけど、私はもう逆にデジタルしか知らなくて、いわゆるデジタルネイティブと言われる世代のちょうど先頭らへんになるのかな。なんで当時仕上げさん、私が見た限りではもうデジタルのやり方は当たり前にはなっていたし、ただその撮影の表現方法としてどうしてもそのデジタルらしいチカチカした画面になってしまうから、でそのどうやってそのデジタルペイントと紙で描かれた背景をなじませて一枚の絵として美しく仕上げるかっていうのを撮影が工夫している段階だった気がします。もともとアニメ会社をほとんど知らなかったんですけど、アニメの業界に入ろうって目指した時にたくさん調べて、実は私ドラえもんが一番好きだったんですよ。っていうかそれしか知らなかったぐらいなんですけど、ただ好きなものを自分でいきなりできるかどうかもわからないのに手を出すのすごく怖かったし、ドラえもんが作り物だっていうのをまだ実感できてなかったんですよね。皆さんそうだと思うんですけど、アニメってあって当たり前のものっていうか、そこにあるものをただ見るもの、ただ楽しむものであって、自分が一生懸命苦しんで生み出すものっていう認識で見てる人って少ないと思うんですよ。私もその感覚だったから、まずは普通に見て面白いなって思ったアニメーションをどんな人たちが作ってるんだろうっていうのを調べていって、たまたまマッドハウスが手掛けていた作品をいくつか見たことがあったんですよ。具体的にタイトルを覚えてないですけど、例えばやわらとかもそうですし、子供の頃にそういえば見たことあるなっていうものがすごくたくさんあった気がします。でこの会社だったらその子供から大人までいろんな人に向けたすごく幅広い作品を作ってるスタジオだなと思ったので、あんまりその色が染まっていないっていう印象を当時は受けて、ここだったら自分の合ってる作品、自分がこの作品だったら自分にも参加できそうだっていうものが見つかるかもしれないと思ってマッドハウスを選んだんですよ。入ってみたらすごい色が濃かったですけどね、個性的で好きで見るとか趣味で見るっていうファン目線よりも勉強するためにたくさん見なきゃっていうふうに思って、さすがに何も知らないまんまアニメーションの業界でずっとやっていけるなんて思わなかったので、その時々で自分が勉強すべきものっていうのを見るようにしました。出崎監督の作品とかよく見ました。やっぱりマッドハウスで演出を学ぶってなると、そのセル時代にどんな工夫がされてきたかとか、そのアニメーションの技術の歴史を知るっていう意味でも宝島とかすごく見ていてかっこいいなと思いましたし、ああいう昔ながらのまずそのアニメーションの用語を覚えるっていうところもあるんですけど、そのものの語り方であったり絵コンテの書き方であったりっていったところを、そういう古いアニメーションからまず学ぶっていうのをスタートしました。マッドハウスに限らずですけど、その今でも大御所と言われる監督たちのアニメーションはその好きとか嫌いとか以前にまず一度見てどんな表現がされているのかっていうのをまず勉強しなきゃっていうふうにいろいろ見ました。あの頃はすごくエネルギッシュなスタジオだなって思ったんですよ。もちろんアニメスタジオは私は最初からここしか知らないから他と比べることはできないんですけど、誤解を覚悟で言うと子供みたいなんですよ。みんなすごく素直でまっすぐでストイックでアニメを作ることが好きすぎるっていう。だからそのためにも会社で寝泊まりしてもみんなどんなに疲れててもやっぱり楽しそうだし、作るってものすごく苦しいんですけど、作った後はやっぱりみんな作ってよかったっていう顔をしてるんですよね。なのでやっぱそのエネルギーっていうのは最初に一番感じました。
私が入った頃からようやく増え出したぐらいじゃないかなと。当時のその仕上げとか動画とかには女性スタッフ結構いたんですけど、ちょうど私が入った制作部ですね、制作進行とかがいるところにはそんなにたくさんはいなかった。ただ私の同期だと女の子が半分近く、男女比でいうと大体半分近く4割ぐらいかな、女性が入ったので、ちょうど私が入る1年2年ぐらい前からようやく女性スタッフが増え始めてきた頃ですね。なんかこういうこと言うとすごい孤独な人みたいだけど、あんまりもう自分のことで精一杯すぎてそう何にもわからないのに、周りにはすごい力のある才能のあるスタッフが溢れていて、そんな世界に突然飛び込んでしまって、しかも何にもわからないのにいきなりその月のワルツとか自分で作ることになったってなると、周りを見てる余裕がないんですよ。本当に余裕がなくて、でもどちらかというと同期の仲間っていうよりは、その当時私が分からなくていろんな人に助けを求めた時の演説の先輩であったりとか、当時の監督であったりとか、そういった年上の先輩方、先生方にはすごくお世話になって、今でも可愛がってもらってます。当時は絶対引き受けることができないと思ったので、一度お断りしたんですよ、 NHK さんの方に。そしたら NHK さんの方が、じゃあちょっと一回マッドハウスと話しましょうっていうので会社に話をしたら、これも偶然その時私を担当していたプロデューサーさんが面白そうだからやっちゃえばっていう半分遊び半分みたいなノリで返事をしたんですよね。それで初めて引き受けることになって、でも会社としては仕事なので本当はお金にしなきゃいけないんです。お金をね稼がなきゃいけないんですけど、もうそんなの関係ないって言って面白いからやっちゃえやっちゃえって言ってやらせてくれたんですよ。すごく珍しいことだと思います。実は私一人で書いているわけではなくて、もちろん現場、私が当時参加していた作品モンスターの現場で実際に参加されてたベテランのアニメーターさんがたくさん入ってくださっていて、その中にはその後私がずっとお世話になる金森さんとかもいらっしゃったんですけど、そうしたすごいベテランの方が実は参加しているので、なんかまるで私一人がすごいものを作ったみたいに見えてしまうかもしれないですけど、とんでもないです。すごく豪華なアニメーションです。金森さんは私がマートハウスに入って一番最初にお世話になったアニメーターさんだと思います。私にとってはもうお父さんって呼べるような人なんですけど、お父さんに甘える感覚で、もうわからないよお父さん教えてっていろいろ教えてもらっていて、ちょうど金森さんの娘さんが年齢としてはそんなに離れてないんですよね、私と。なので金森さんも会社の中に世話の焼ける娘ができたって面倒見てくれました。いろいろわからないこと何でも聞けば教えてくれたし、その青い文学のシリーズやってる時に、その丸山監督が私に期待するっていうのはすごく分かっていたんですけど、その期待通りの絵コンテが描けないだとか、その期待通りのアクションシーンが思いつかないだとか、すごくいろいろ悩んだ時期があったんですけど、その時に金森さんにどうしたらいいですかって、お父さん助けてって悩み相談に乗ってもらったりとかいろいろしましたですね。モンスターは実は家にはあったと思うんですよ。私兄が2人いるんですけど、その兄2人とも結構漫画を読むのが好きで、私の部屋にもその兄が買ってきた漫画が溢れてたんですけど、多分読んだことはあるはず。ただそんなに時間をかけて読み込んだりはしていないので、そういえば家にあったな、有名な作品だな、みんな知ってるなっていうぐらいの感覚でした。ちょうど私が何も知らずに業界に入って一番最初に出会ったのが小島監督。監督ってどうしても自分でジャッジしなきゃいけない、いろんなものを決めていかなきゃいけないから、ものすごく自分の意見を強く持ってる人なんだろう、悪く言えばわがままな面を強く持ってるんだろうと思ってたんですよ。ものすごく個性的で、他の人の言うことも聞かずに俺はこう思うんだっていうアーティストみたいな人とかもたくさんいるんだろうなって思っていたんですけど、モンスターで小島監督の仕事の仕方とかも見ていて、どちらかというとその机の上でやる細かな技術というよりも、スタッフに対する対応の仕方であったりだとか、その作品全体のまとめ方だとか、なんかそういう監督の姿勢みたいなものをよく見ていたなと今改めて思います。
で小島監督はそのあたりはすごくバランスの取れた監督だなと思っていて、自分でこうしようっていう全体像をはっきり持ってるんですけど、他のスタッフの言うことを全部しっかり聞くんですよ。であまり口うるさく言わずにそれぞれのスタッフのポテンシャルを大事にするっていう印象を受けて、で浅香監督もどちらかというとそういうタイプで、自分の世界観っていうのはものすごく個性的なものを持ってるんですけど、他のスタッフの力をすごく信じるんですよね。でそうした監督のやり方をずっと見てきていたので、私もそういう風になりたいなと思って、今でもそう心がけてはいるんですけど、浅香さんは7の時に初めてご一緒したんですけど、あの時もすごく忙しい時期だったんですよ。そのスタジオの中も作品同時に作らなきゃいけないものがたくさんありすぎて、他のスタジオでもちょうどアニメーションの数が増えてきた頃だったので、スタッフも足りないし時間も足りないしっていうのでものすごく忙しかった時期なんですけど、でも忙しかったからこそ浅香さんにいろいろ聞きたくても聞けないし、浅香さんもわざわざ新人に一から教えている余裕もないしっていうので、一生懸命浅香さんがやってることを見ながら真似して学習するっていう感じでしたね。7はね、忙しすぎてあまりに寝れなすぎて食べれなすぎて7キロ痩せました。7だけに。これ日本語でしか通じない。うまく訳してください。本当に忙しかったんですよ。全然家にも帰れないし、作っても終わらないし、時間もないしっていうので、その当時私はまだ新人で、本当はいろんな仕事をこれから覚えていかなきゃいけないっていう段階だったんですけど、忙しすぎてやることが多すぎるから何でもかんでも手伝ってたんですね。浅香監督が大変そうだってなったら、私手伝いますって言って手伝って、もう若いからって体力の許す限り無茶をしてたんですけど、そしたらそこまでその監督の手伝いだったりとか他のエピソードの演出のお手伝いとかしてるんだったら、作品全体に広く関わっているから、肩書きとしても監督助手っていう肩書きを与えてしまって、このシリーズ全体通してその演出面を支えてくださいっていうふうに言われたので、もともとその監督助手として始めたわけではなかった。その私のやり方が全方位に首を突っ込みすぎたので、だったら監督助手でいいんじゃないっていう判断ですね。会社に入ってまだ他の人の名前もほとんど覚えてない頃に、いきなりそのコンさんが夕食ディナー食べてるところに呼ばれたんですよ。なんか新人で一人面白い子が入ってきたらしいじゃないって言って。でその時に私はコンさんのことはもちろん、以前から知ってはいたんですけど、初めてお話しするし、アニメのこと何も知らないし、その作品作りに関する哲学とかも何にも持っていない素人みたいな人がいきなりコンさんの真向かいに座ってで君はどんな作品が好きなのとか、そのどういうビジョンを持ってるのとか聞かれるじゃないですか。何にも答えられないから、何かいいことを言ってるふりをするというか、コン監督が好きな作家さんのタイトルを試しに上げてみたりとか、私その作家さんの本読んだことあるんですよとかで、どうだったって聞かれても深く話せないじゃないですか。いや面白かったですって言ってもコン監督にはなんだそれってなるから、なんかその時になんか嫌われたんですよね。君とは一緒に仕事しないって言われてそうだよなと思ったんですけど、でもその後1年か2年経った後に会社の中でまたコンさんとお話しする機会があったんですけど、その時にはなんか応援してるよってすごく言われて、友達になろうって手差し出されたんですよ。なんか変われたのかなって思って、すごく認められた気がして嬉しかったです。最初は怖いなって思いました。でもその後ずっと会社の中で仕事をしている姿を見ていると、やっぱり本当に純粋に作ることが好きな人なんだっていうのが分かったので、自分からね、こんにちはって簡単に声をかけることはなかなかなかったですけど、でも怖いとはそんなに思わなかったです。見た目は怖かったですけどねちょうどその頃、日本でライトノベルが流行ったんですよ。でマタハウスが結構やってこなかったジャンルというか、その深夜アニメでいわゆるそのオタクと呼ばれる人たちに喜んでもらえるコンテンツを自分たちで作っていこうっていう機運が高まっていた頃だったんですよ。で私自身もちょうどシリーズの監督をどんどんやっていこうって会社が考えていた時期だったので、じゃあライトノベル
頑張ってみようか、若手監督としてライトノベル勉強しようかっていう時に何冊か候補が上がったんですよ。もちろんマッドハウスの社内でもこういうライトノベルどうですかって私に話が来たりで、その中で外からですね JC スタッフのプロデューサーさんからこういう原作興味ありませんかっていうのも同時に来ていた。なので私の前に社内でアニメ化したいタイトルが何冊かと、その JC スタッフのプロデューサーから来た桜荘のペットの彼女が1冊で、その中から選んでこれがいいって試しにマッドハウスに行ってみたら、じゃあ勉強のために行っておいでって言ってくれたんですよ。自分の会社の中のプロジェクトがあるにもかかわらず。すごくないですかマッドハウス。懐が深い。ライトノベル自体ほとんど読んだことが、ほとんどというか一冊も読んだことがなかった。あ、昔スレイヤーズちょっと読んだことありますね。なのでほとんど読んだことがなかったので、いろんなものを読み比べていった中で、そのライトノベルに馴染みがない人間としては、その異世界ものだったりとか、そのファンタジーバトルものとかよりも桜荘のペットの彼女はすごく理解がしやすかったんですよ。やっぱりその現実世界を舞台にしているし、その自分自身も芸術大学っていうちょっと特殊な道を選んだ人間であったし、そのものづくりについて考える若者たちのエピソードだったので、すごく分かりやすい、入り込みやすいって思って、でなおかつ文章もすごく好みだったんですよ。なのでどうせ私がやるんだったら一番自分が共感しやすいものがいいなと思って桜荘を選びました。実はね、連れて行ったわけではないんですけど、自分がその現地に入った時に周り全員知らない人じゃないですか。当然初めて会う人たちだし、初めての現場、初めてのやり方で、たまたまねエンディングとか誰にお願いしようか、誰か一人で仕切れるような作家さんみたいな人がいた方がいいよねっていう話をしてたら、マッドハウスが今リンさん手空いてるよって連絡くれたんですよ。じゃあ頼んでいいですかって言ってお願いしたら引き受けていただきまして、タイミングが良かったんですよ。すごくあれでリンさん忙しかったら他に頼む人いなくて私すごく困ってたと思うんですけど、リンさんの描く世界観は私すごく好きかもしれないですね。でもかといってその直接影響を受けてあの世界観を真似しようって思ったことは実はないんですけど、好みが合うとか波長が合うとか、なんかそういう自分の中に持っているファンタジーの感覚が近いとか、おこがましいですけど、なんか好きだなって思う絵作りだったりっていうのをすごく感じます。実はそんなに意識して派手にしてたつもりはないんですよ。その桜荘とかノーゲームノーライフとかライトノベルなのって原作のイラストがもともとあるじゃないですか。でそのイラストの色使いっていうのは素敵だなと思ったから、それを再現しようとしただけなんですよね。ただやっぱりアニメーションの作り方、特に日本のジャパニメーションの場合、そのシステム化されたものなので、色の作り方にも当然ルールや傾向っていうのがあるんですよね。私がそれを知らないから無視したっていうだけなんですよ。なので仕上げさんからはここにそんな色のせるのって最初は抵抗があって、バランスの取り方が難しくなるから今までのルールが通用しなくなってしまうので、スタッフと共有するのが難しくなるので、最初はやっぱりどうしたらいいんだろうって悩ませてしまうこともたくさんあったんですけど、でも私はそんなの知らないからイラストの色が綺麗なんだ、私はもともとそのイラストとか絵を描く方しかやったことがないから、アニメーションのシステムなんて知らないので、だってこれが綺麗なんだもんって言って、こういう風に表現したいんだよってやってるうちにいつの間にかルールを破っていただけです迷惑かけてますこれもなんか意識的にそうしようって思ってるよりは、単純にその普通のアニメーションの方程式から外れた表現を知らず知らずのうちにやってしまっているってことだと思います。それをちょっとだけ意識したのが実はよりもいなんですよ。よりもい、それよりも遠い場所を作る時に、そのアニメ好きのためのアニメではなくて、映画とか実写とかドキュメンタリーとかそういうものを親子で見るのが好きっていう人たちがこのアニメーションを見た時に受け入れてほしいって思ったんですよね。すごく人間的なドラマをせっかく描くのであれば、全てを記号化してしまうアニメよりももっと実写に近い感覚、映画っぽい撮り方をしたいと思ったので、そこでは記号をあえて省いて、全てをその映画的な手法で撮っていくだとか、その象徴的なショットを入れてしっかり考えてもらうと
か、そういう表現をちゃんとしようって意識したのはそこからです。でね、ノーゲームノーライフをやってた頃、劇場やってた頃かな、もう忘れちゃった。その時にその脚本がちょうどクランクアップしましたと。もちろんアニメの現場はこれから動くんですけど、脚本しか終わってないから。で脚本が終わったねっていうタイミングでみんなで焼肉食べに行こうって言って、脚本家さんとその角川のプロデューサーさんとご飯食べに行ったんですよ。で次何やるって話をいきなりしだして、まだ自分の現場も残ってるのに次みんなで何やろうねって話してた時に、オリジナルやっちゃおうかって、女の子主人公にしてさ、なんか部活動ものやろうかって言ったらいいねって話になって、焼肉食べながら決まったのがそれよりも遠い場所ですそんな流れなんですよ本当にもしかしたら本当はあるかもしれないです。ちゃんとマットハウスの社内で企画書ってちゃんと作るんですよ。でいろんな企画書のアイデアだったりを社員に募集したりもするし、でそれをそのメーカーさんであったりとか制作委員会であったりっていうのと一生懸命揉んでようやく形にしていくっていうのがおそらくは本来正しい形ですね。私の場合はそうじゃなかったけど、焼肉食べてて生まれたプロジェクトです私の場合はどちらかというとやっぱり社員なので、もうこのスタッフを使ってほしいだとか、そのスタッフのスケジュールやルーチンに合わせて、大体決まった人と同じペースで仕事をするっていうパターンが多くなるんですけど、でも例えばその監督の個性だったりを求められている特殊な世界観だったり特殊な表現が必要ってなったら、その道のプロフェッショナルであるアニメーターをやっぱり呼びたいってなるし、その監督が自分がこの作品にはこのキャラクターデザイナーしかありえないって言ってものすごくわがまま言ってテーブル叩き続けたらその人を呼べるかもしれないし、でその脚本今回花田さんと一緒にやることになったのはやっぱりノーゲームノーライフ一緒にやっていて、で私は花田さんの脚本がすごく好きなんですよ。なのでもう一回花田さんと一緒に仕事したいなって思ってた時に、花田さん自身もそのオリジナルにすごく興味を持っていたので、じゃあどうせだったら私たちでオリジナル作ろうよっていうのがその焼肉の場での会話になって、で2人で作るんだったらなんだろうねっていうのを一生懸命考えてた時に、やっぱり女の子主人公にして応援できるものっていうのを作りたいじゃないっていうのであの企画が生まれたんですけど、なのであれはもう花田さんありきというか、花田さんと一緒に焼肉食べてたから生まれた企画だったりします。でそのよりもいを作った後に、そのよりもいでちょっと映画的な表現っていうのをちょっと意識してテレビシリーズを作ったとさっきお話ししたと思うんですけど、じゃあ映画だったらどんな表現になるんだろう。でもともと私はテレビシリーズのアニメーションにほとんど触れて生きてこなかった人間なので、どちらかというと映画の方が身近な感じがしたんですよ。じゃあ映画でオリジナルでもう一回やってみたいよねっていうのを角川のプロデューサーにご飯食べながら話してたら、やりましょうってなってそこからまたご飯食べながら生まれたのがグッバイドングリーズです。やっぱりその自分の居場所を作ってくれる場所なので、マットハウスはマイハウスってとこですかね本当に居心地がいいですよ。でもだからこそね、この甘えちゃうのも良くないと思うんですよ。マットハウスは居心地がいいからって言って甘えてると、いつまでたってもね、自分自身の道っていうのを追求できないじゃないですか。でも今幸い自分のオリジナルにどんどんチャレンジさせてくれる環境もマットハウス内にあるので、これからね自分でどういう作品を作っていくかっていうのを一生懸命考えていくっていう意味でもね、今こうして腰を据えてせっかくなのでこの環境に甘えさせてもらいながら頑張っていこうと思います。これってもしかしたら私の性格の問題かなとも思うんですけど、自分の身の回りのことを考えるのが嫌なんですよ。請求書書くとか税金のこと考えるとか、自分の生活のために仕事のスケジュールを組むとか、そういったことが全くできないんですね。もう何か作るとなったらそのこと以外はやりたくないし、できないし、今日が何月何日何曜日かも分かってないで生きてるような人間なので、むしろフリーランスでやっていけないんですよしかもそのマットハウスにずっと長いこといて、で私のことをすごく大事に育ててくださった先輩方もたくさんいて、居心地がいいんですよね。なので別に
私一人で独立して名を上げようっていう欲望がないから、こんな居心地が良くてこんなにお世話になって、で自分が作るもの以外のことは何も考えなくていい環境を整えてくれるっていうのがすごく肌に合っていたっていうだけです。Our interview with Atsuko Ishizuka comes to an end. This marks the end of the first season of Madhouse Mind Probe. What was your favorite episode? What would you like to see next? Tell us in the comments. Don't forget to like and subscribe to help the channel grow and to not miss upcoming videos.